ャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。どうも聞こえておりますでしょうか？聞こえておりますでしょうか？どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様今日もお集まりいただきありがとうございます。本日はですね、日中問題高市政権で拡散するデマをファクトチェックする時事雑談ということで、日中関係が出口見えないような状況になってますけども、中国機が自衛隊にレーダーを照射するという事案が発生しました。それでマスコミが煽り立てたりですとか、事実無根のデマとかが次々と広がっている状況でございますので、その辺のファクトチェックを中心にやっていきたいなと思っております。最近ね、国際政治に関する話がちょっと非常に多かったんですけれども、今回はあくまで日本を中心に見ていこうと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や心中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありません。またチャットやコメントでの書き込みや、差別や誹謗中傷等はやめてくださいということで、はい、皆様お集まりいただきありがとうございます。と、生姜さん、ゆうこさん、ミニダトルさん、ペタさん、伊沢さん、マヤエフさん、おたはなふうがさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっとまだ配信開始前のちょっといろいろ説明したいことがいろいろあるんですけれども、まずですね、昨日ですね、青森県内で震度6強の地震が観測されました。ちょっと北海道も揺れたりしました。はい、被害に遭われた方ですね、本当にご愁傷様です。自分の身を守ってですね、今ご安全な状態にあればいいんですけれども、まず自分の健康と安全をですね第一に考えて行動してください。はい、これからですね被害状況とかもっと明らかになっていくと思うんですけど、幸いなことに今のところ死者は出ていないということではあるんですが、ちょっと二次災害とかも怖いのでですね、くれぐれも慎重に行動していただければと思います。あと青森県内では断水の被害が相次いで確認されているとのことですので、政府はさっさと動いてですね、ちゃんと断水被害なども、保証していただければと思います。はい、いや本当お見舞い申し上げます。厚脇さん、コンカラスです。早くのステージたち動画見ました。よかったです。面白かったでしょう。前回のはね、配信で紹介したんですけれども、ネトウヨ極右思想がとんでもねえことになってるっていう動画が、最近バズっておりました。よかったら皆さんチェックしてみてください。地平1月号買ってきたアルバネージ報告書を見ました。イスラエルと断交している国は思ったより少ないですね。ほんとね、あらゆる国と断交してほしいんですけどね。はい。あと、ちょっと先日土曜日にノートをアップいたしまして、改めての謝罪と LGBTQ アライとしての再出発についてということで、ちょっと私ですね、1年前に誹謗中傷差別事案をやってしまいまして、大変、その時は申し訳ございませんでした。はい。面言でもちょっと説明させていただいたんですけど、ノートの通りです。はい。なので改めて説明はしませんが、この通りですね、今後レインボーフラッグを再び掲げて、アライになりたいという気持ちで、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、ご要望がありましたので、ちょっとおこがましいなと思いつつも、マーシャ P ジョンソン様の、肖像もですねそのまま掲げておくことにいたしました。よろしくお願いいたします。ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。あとそれと、関連するようで関連しないようなという感じなんですけど、私の相互フォローのですね、LGBTQ 支援活動家のゆうすけさんという方がいらっしゃるんですが、今大変ちょっとピンチらしくてですね、ケニアのですね LGBTQ の人たちを支援するっていうめちゃくちゃな難事業をやってらっしゃる方なんですけれども、シェルターの家賃とかが払えない、で自分のやってる事業の継続のための資金もちょっと怪しいというような、ことを赤裸々におっしゃっておりまして、応援の投げ銭がですね1000円からできるそうですので、余裕のある方ぜひご協力ください。はい、ということで、ゆうすけさんはちょっと後から、アカウントも紹介させていただきますが、普段から反ヘイトでねすごく活躍されている方です。もちもちさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。今回のリンク先についても、Google ドキュメントにまとめておりますので、よかったらチェックをお願いいたします。
はい。ということで、説明は以上で、パレスチナの現状から普段通り入っていこうと思っております。ご協力ありがとうございます。ゆうすけさん、本当すごい人なんで、まあでもね、今本当困ってるみたいなので、よかったら助けてあげてください。はい。ということで、パレスチナの話に入ります。カラムさん一家9人にご支援を。乳児と病気の方がいます。大雨でテントが壊れ、病人の体調が悪化し、しばらくポストできていません。テント再建費の400ユーロが集まっていません。何にいくら必要かと言えないほど状況が悪化しているのです。どうか少しでも寄付をお願いしますということで、私が結構やり取りさせていただいているパレスチナ人の、カラムさんという方なんですけれども、ご覧の通りですね、確かに大規模な紛争というか虐殺は終わってます。虐殺は今のところ停止してますが、散発的な戦闘が続き、ガザの方々は未だに亡くなり続けているというのと、こういう仮設テントでですね、今冬ですよね。もう北海道真冬状態なんでめちゃくちゃ寒いんですけれども、パレスチナって相当寒い、気候的には雪ほどは降らないけどですね、イメージしてるよりずっと寒い土地なんで、この状態で、ですね、小さいお子さんとか、病気の方を抱えたままテントで過ごすとですね、何が起こるかっていうのは、明白ですよね。しかも海沿いだからめちゃめちゃ寒いんですよ。はい。なのでですね、どこもかしこもというか寄付を求めている状況なので、もちろんご無理とかはしないでいいんですけれども、パレスチナの方々が相変わらず支援を求めている状況には残念ながら変わりがないということですね。はい。キャミさん、コンカラスです。はい。お名前を書いていただいてありがとうございます。マヨイフさんからもケニア LGBTQ 難民サポートの方もですね、ぜひよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。そう、パレスチナの冬、しかも雨季なんですよ。雨が降るんで余計なんですよね。だからめちゃめちゃ寒いっていう、レポートがずっと来てるんですけれども、はい。ということでですね。多分、ユースケさん知ってる方多いんじゃないかと思います。はい。で、政治家の連中が何をやってるかというと、本当ね、腹立つんで、あんまり取り上げたくもないんですけど、一応言わざるを得ないので言いますが、アメリカ、イスラエル首脳が29日に会談するそうです。イスラエル首相府は8日、ネタニヤフが29日にトランプ米大統領と、トランプの指定、マール・アラーゴというですね、悪の巣窟みたいなところがあるんですけれども、そこで会うということで、またアメリカに行くんだ。戦争犯罪者なのにっていうですね、マジでまたアメリカ行くのっていう、よく行けるなというですね、ちょっとゾッとするんですけど、その神経というのが。というのもね、ネタニヤフはもっと数日前にさらに挑発的なことを言っていまして、ニューヨークもついでに訪問するよみたいなことを言ってるんですね。次期市長が逮捕を警告しているにもかかわらず、戦争犯罪者であるにもかかわらず、ニューヨークに行きますと。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフはゾーラン・マムダニに次期ニューヨーク市長が国際刑事裁判所の逮捕状に従ってネタニヤフを逮捕すると発言する中、同市を訪れる予定だと話したと。オンラインインタビューでニューヨークに行くつもりだと述べたネタニヤフは、マムダニ氏との会談について問われると、もし彼が考えを改め我々に生存する権利があるというなら、それは会話の良いきっかけにあるだろうなどと答えた。誰もあなたの生存権は否定してませんよ。死刑にしろなんてこと言ってないでしょ。いや、言ってるその人たちもいるかもしれないけど、少なくとも私も言ってないし、ゾーラン・マムダにも言ってない。もう、ほんと嫌なやつですよね。だから逮捕できないって分かっててわざと来るって言ってるんですよ。なぜ逮捕できないかというと、マムダニさんが市長権限を持つのは1月1日です。来年の1月1日です。マムダニ勝ちましたけども、新パレスチナ派でね、イスラム教徒で初めてのニューヨーク市長になるんですけど、来年の1月1日が任期開始なんで、29日に来られてもネタニヤフを逮捕できません。そもそも市長が直接、ニューヨーク市警を指揮する権限はないので、ニューヨーク市警にお願いするしかないんですけれども、おそらく動かないだろうと思います。いやー、ほんとね、なんかね、人をいじめたりバカにすることにかけてはほんと超一流だなと思いました。はい。ということでですね。
そうですね。アンルワの事務所に押し入ったという話も出ていますね。はい。ほんと、いい加減にしてほしいですね。どこまで無法国家なのかと。だから ICC がいくら言ってもですね、こうやってもう知らぬ存ぜぬのようなことを繰り返すわけですよね。はい。極めて難しいだろうけど、逮捕を夢見てしまう。いや、でも、ね、マムダニが2期目とか、例えば任期が4年ぐらいあって、その任期をですね、過ごしていたとかだったら、相当ニューヨーク試験もマムダニ寄りになってるだろうから、ワンチャン逮捕あるんですよ。あるんだけど、でも今の段階で来られてもおそらく無理ですよね。いや、ほんと舐めてますよね。いや、トランプだも戦争犯罪者ですからね。戦争犯罪者コンビが2人してニューヨークに来るなっていうですね。いや、そう、煽ってるんですよ。マムダニのことバカにして煽ってるんですよね。だから逮捕できないっていうところをおそらく見せつけたいんだと思いますよね。はい。へいへい悔しきで俺を逮捕してみたってね。まあそういうな感じですよね。いやー、ちなみにネタニヤフ長書を見ましては感想を明言で言ったんですけどね。いや、こんな人格がどうやって生まれるのかなと。だからもう人種とかもう何も関係ないですよね。もちろん人種差別は良くないということでもあるんですけれども、ネタニヤフのメンタリティってほんと得意なんですよね、ちょっと。はい。つかさん、コカラスです。ニックネームありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと ID の仕様が変わってしまいまして申し訳ありません。ね、本当分かっててね、煽るためだけにニューヨーク行くって言ってますからね、もちろんトランプに会いに行くんだと思いますよ。目的はマール・ア・ラーゴに行くことなんですけど、マール・ア・ラーゴって、どこにあるんだっけニューヨークじゃないんで、はい、トランプの指定、フロリダですね。ごめんなさい。フロリダ州にありますので、わざわざニューヨークに寄る意味はありません。マムダニをバカにしに行くんだと思います。来るなという感じですが、まあそれ以前の問題としてネタニヤフが第2段階に移行するみたいなことを最近ほざき出しているんですけれども、まあ難しいんじゃないかと言われてますよね。停戦は10月10日に発効しましたが、まあ知っての通りですね、イスラエルの定期的な虐殺が続いてます。しかもまあハマスが一切武装解除に応じてないという状況なので、この状況下でですね、どうやって第2段階に和平を進めるのかという話なんですけども、まあ、ガザ地区のいわゆるイエローラインまでイスラエルが撤退したので、なお地区の半分以上を掌握している状態で、イエローラインを新しい境界線だというふうに位置づけたと。要するにイエローラインと言われる、ちょっとこれから説明しますけども、ガザ地区のですね、新たなる境界線を作ってそこを実効支配して、ガザを縮めてしまうっていう、まあ、計画なのかなというふうに言われてます。こちら壁の内側と外側監督の川上さんの関わっているニュース情報、ガザの日々の人々の日々の情報ですが、欧州地中海人権モニター、ユーロメットモニターという名前でも有名ですが作成したガザのイエローラインについてのチャートを、日本語訳してくださいました。ちょっと字が細かいのでね、よかったらリンククリックしてみていただきたいんですけど、こんな感じでね、ガザを縮めてるんですよ、一言で言うと。イエローの部分がイスラエル軍が駐留してる地域なんです。で、この特にね、海沿いの寒い地域が、今先ほどのカラムさんとかが住まわれているガザの今のところ一応安全だと言われている地域で、イエローラインは意図的に曖昧にされていて常に変動しており、イスラエル自身の地図でさえ現地のコンクリート障壁とは一致していないと。それでもこの線は致命的な精度で機能しており、この目に見えない線を越えたとした場合テロリストとして射殺されるという状態なんですけれども、ガザ地区の全土制圧とか民族浄化がやっぱり目的だと言われてももう仕方がないよなと思いますね。はい。で、そもそもですね、ガザの土地をこうやって不当に奪っておいて、何の保証もせずにテント暮らしをさせているわけなので、その時点で論外な状態だと思います。はい。そもそもね、だから2人とも犯罪者ですからね、世界主要国の首脳2人が犯罪者で、ね、しかも2人とも虐殺に加担してるっていうですね、どうしようもないですよね、こうなると。はい。そう、第1段階の停戦合意も守られてない状態なのにこうしようっていう風に言ってますからね。ネタニヤフは本当に嫌がらせのプロですよね。また違う嫌がらせのやり方を考えてそうですよね。ポクさんこガラスです。来ていただいてありがとうございます。ただの虐殺と侵略ですからね。はい。そうですね。究極の盛りかけ人間ですね。はい。それはネタニヤフ長書を見ればわかると思います。
そしてまあそういう中で何が起きてるかというと、これまあ気泡なので知ってる方も多いかと思うんですけど、幼い子供2人をドローンで殺害、停戦後も吹き続けるガザの死者ということで、まあちゃんとCNN にしてはちゃんと珍しくですね、イスラエル軍を主語にしているんですけれども、イエローラインにですね、焚き木を集めに出かけた8歳と10歳の男の子をドローンで殺害したりしています。はい。何も虐殺終わってないじゃないですか。だから子供を殺すんだって言ってるでしょ。いや、子供も大人もね、もちろん殺しちゃダメなんですけれども、でイエローラインの東側のイスラエルに占領されたところに位置するバニスヘーラというところにこの2人いたらみたいなんですよ。でも子供にこんなもの分かるわけないじゃないですか。大人でさえ避けられないのに、子供がね、こんな境界線を見てそのギリギリのラインで生活なんてできるわけがないんですよ。で、まあ、超えたと判断したら射殺するわけでしょ。で、まあ、なんですかね、これは、差し迫った脅威であるとか、なんとかかんとか言っているんですけれども、なんで子供が差し迫った脅威になるんですかね。理解に苦しみますね。はい。いや、本当にこれが放置されているというのがもう信じられないですよね。負けを探しに行った子供を軍を脅かした容疑者みたいにこう記述してますからね。CNN これイスラエル軍のコメントそのままあえて書いてますからね。ここはまあ CNN のね、怒りがちょっと伝わるなと思うんですけど、もう CNN でさえここまで言ってるのに、ね。まあそうですね、ドローン兵器だから、多分人殺しをしてるっていうね、残虐な虐殺をしてるっていう感覚が希薄なんだと思いますよね。はい。だからゲーム感覚でやってしまってるんだと思いますし、まあ半ば自動化してるんだと思います。グノシーというキュレーションアプリでイスラエルというサイトが配信を始めました。嫌な予感がして覗いてみたところ予想通りひどいサイトでした。グノシーを使っている人が少ないのか気づいている人があまりいないようなので共有します。情報ありがとうございます。ごめんなさい。そのグノシー全然知らないのでちょっとよくわからないんですけど、まあイスラエルという名前からしてなんかろくでもないいやーもう、まあ、イスラエルというだからイスラエル人そのものを差別したらですね、それはいけないことですから、そうは言いたくないし言えないですけれども、もう世界最悪の国家というイメージがついちゃいましたよね。どうするんですかね、これを。だから今更ネタニヤフだけが悪いとは言えないじゃないですか、ここまでやってしまったら。ちょっとね、私がイスラエル人だったらもう国を出たくなるっていう状況だし、まあ実際左派の人とかはね、国を出てってるらしいですけれども、どう収集つける気なのかなと思います。で、まあ、ただガザ地区の状況下なんですが、他にも危険なことがあって、反ハマス民兵組織の指導者がガザで殺害され死亡したそうです。イスラエルの戦後計画に打撃かと、今度はなんか CNN そのまんまのイスラエル寄りのコメントしてるんですけれども、打撃かじゃないでしょっていう。この顔を見たことある方いらっしゃるかもしれません。私以前一度紹介しました。この方ですね、ハマスと対立する、民兵組織のリーダーだった人なんですよ。で、この方は亡くなってしまったそうです。死亡したヤセル・アブ・シャバブは、ガザ地区南部ラファの一部を支配する民兵組織を率いるリーダーだった。広場で家族内の対立の沈静化を試みた際に死亡してしまったということで、まあ、ハマスに殺されたのではなくて、内ゲバで亡くなってしまったということを言われてます。まあ正直、まああまりお悔やみを申し上げたい人物ではないです。なぜかというとイスラエルの協力者だったからですね。イスラエル側にずっとついてイスラエルから武器とかもらってたやつなんですよ。でハマスに対抗するためガザ地区の諸部族を支援してきたということで、要はハマスが武装解除になかなか応じねえもんだからハマスと対立してるですね、いろんなベドウィン族のリーダーだったんですけど、シャバブはですね、ベドウィン族のリーダーであるシャバブを焚きつけて、自分の手下にしてたわけですね。はい。でイスラエル軍としては、ハマスの代わりにですねラファを実効支配してほしいというような、願望があったみたいなんですけど、おそらくそれはもう難しくなったのではないかなというふうに思います。
まあでもそもそもだからそのパレスチナ人のベドウィン人ですから、パレスチナ人の方々と確かに一緒にしてはいけないです。それはね誤解してはいけない点ですけれども、だからそもそもそのイスラエル人以外の人たちを争わせて、その勝利した方をね自分の手先にするみたいなやり方自体がありえないですよね。ありであらゆる国際法に違反してると思うんですけれども、まあこういった状況が放置されているので、まあガザ地区の治安自体もですね、回復はしていないというところだと思います。そうですね。まあ戦争が本当ゲーム化しちゃってるんでしょうね。グノシーはいろんなメディアの記事の配信をしているスマホアプリでスマートニュースみたいなものです。あ、そうなんだ。イスラエルというサイトが配信を始めたのですが、そのサイトが完全にイスラエルの行動を正当化しているサイトでした。そんなんがあるの？ありがとうございます。いやー、恐ろしいな。本当だ。イスラエルウェブマガジンです。あなたの知らないイスラエルがここにありますとか書いてますね。うわー、これはあれですね。本当にハスバラかもしれない。ハスバラってそのイスラエルの公式が、やってるですね、プロパガンダなんですけれども、プロパガンダに予算を割いて、いろんなことやってるので、これがイスラエルですね。はい、ありがとうございます。まあ確かになんかイスラエルのおすすめスイーツとかイスラエルワイン初品者でも楽しめるとかいろいろ書いてるな。恐ろしい。こういうのを出さないでほしいですし、はい。本当ナタリー・ポートマンにはがっかりですよ。はい。教えていただいてありがとうございます。まあこういうサイトに載ってはいけないと思います。はい。そしてですね。渡辺陽一さん、久々にお名前見たんですけれども、今も戦場カメラマンとして、バリバリ現役でいらっしゃいますが、渡辺陽一です。中東パレスチナ情勢では、ガザ南部エジプト国境のラファ検問所で、イスラエル軍がガザ側からエジプトへと出国する一方通行のゲート開放を発表した。ガザ住民を国外出国させ、再入国を認めない事実上の住民排除計画に世界各国が非難していると。いうことでして、これですね、まだ決定事項ではありません。ロイターとかはちょっと濁した書き方をしてて、そのパレスチナ人があくまでエジプトに渡航できるよう、ラファの検問所っていうところ、ラファってこのイスラエルじゃない、ガザの下の方にあるですね、検問所なんですけれども、そこを一部開放して、危険な状況にあるガザの人たちが、エジプトにですね隣国に逃げられるように、してるっていうような、イスラエル側の発表があったんですよ。でもエジプト側に行った人たちがイスラエルというかパレスチナ側に再入国を認められたケースってまずないんですよ。だからラファ検問所を通ってパレスチナ人の大半が外部世界に出る唯一の直接的な出口になり得るんですけれども、ずっと紛争中は閉鎖状態が続いていたんですが、患者の治療などをですね目的としてエジプトに出すことができると。で出国するのはだからそれはしょうがないとしても、その医療を受けなきゃいけない方々はたくさんいらっしゃいますからね。で医療とか食料不足で出ていく方がいらっしゃるとしても戻ってくることができないんじゃないかということが、渡辺陽一さんとかいろんなジャーナリストの方々は報告されております。はい。いや結局こうなってしまうんですかね。だから住民追放ですよね、体のいい。はい。和平の名のもとにですね、やっぱり少しずつこうやって住民を追放したりとか、ソフトなジェノサイドみたいなことが行われているというのが現状なのかなと思います。イスラエルはバビロン保守を思い出せと。イスラエルきっちりパレスチナ発祥のお菓子であるクナーファをイスラエルの伝統菓子として紹介している。最悪ですね。いやー、やっぱりそういうことしてるのか。なんかいろんなスイーツ店とかがいっぱい出てますけど、壁の内側と外側ってだから川上さんのね映画のタイトルにもなってますけど、壁の内側これですからね。壁の内側これで壁の外側がこれですからね。ありえないですよね。だからアパルトヘイトをやめろという話でしかないですよね。アナハイムエレクトリックスの会長はシオニストっていう初期設定があった。へえ、そうなんだ。すごいな。ありがとうございます。
実際この戦争の難民発生などの影響かなり続くでしょうね。はい。近隣諸国にもですね、現在進行形で影響出てますけれども、エジプトはね、ずっと拒否し続けてきたので、そのイスラエルの策略に乗りたくないということで、基本的にね、難民の受け入れを拒否してきたのですが、それもなかなか今度はですね、人道性とかから難しくなっていくのかなというふうには思います。で、最後に、ヨーロッパの公式のなんか歌合戦みたいなことをやるユーロビジョンというですね、イベントがあるんですけれども、今度ですね、イスラエルが参加することになったそうでございます。ヨーロッパのお国対抗歌コンテストユーロビジョンがイスラエルを参加させるならうちは出ませんと宣言していたスペインが、ユーロビジョンは政治と関係ないとかなんとか言ってイスラエル参加を認めたのを受けてスペイン不参加決定を伝える報道と、左がジェノサイド、右がユーロビジョンということで、ただ正直非常にね残酷な映像ですけれども、そのスペインの政府がまともでちょっと羨ましいなと思ってしまいました。だからスペイン政府はこの状況、この欺瞞というかユーロビジョンのですね偽善を絶対に許せないので、我が国は出ます、そんなんだったら出ませんと、イスラエルが出んならうちは出ないと、いうことでこの報道に至ったみたいです。はい。ということで日本もですねイスラエルを経済的にボイコットしてほしいなと思います。はい。本当にね、ヨーロッパ支部というかアメリカの基地ですよね。はい。ガンダムゼートガンダムの、準備項によればメラミーの究極的な目的は地球上の人間を全て宇宙に上げてコロニーに移住させイスラエルの聖地をユダヤ民族の手に取り戻すことであり、メラミーがコロニー政策を進めてきたのは民族運動の一環だって。へえ、そんな設定があったんですね。はい。そうですね。フーコがシオリストになっちゃうとこだったのか。そうしたら削除したのはエイデンだったのかな。ユーロビジョン、ビョークはパレスチナに連帯してました。ビョーク。女性の休日でもですね、メイン主題歌を歌ってたのがビョークですね。はい。ビョークさんですね。いや、ビョークさん、今回のユーロビジョンボイコットするのかな？どうなんだろう。スポーツ国際大会とかでもまだイスラエルの参加を認めてる競技ありますからね。オリンピックとかでもね、結局はイスラエルの味方ですからね。ロシアを排除してるのにイスラエルを入れるって二重基準以外の何者でもないですよ。今すぐやめていただきたいですね。ロシアを入れるか、イスラエルごと排除するか、どっちかしかないと思いますよ。だから侵略戦争をやってる国がこういう式典に出てくるって私はありえないと思います。はい。ということで、パレスチナの現状でございました。ということでですね、いつも通りですね、ここから本番というか国内の話に移っていこうと思います。はい、高市政権によるですね、デマがいろいろ拡散しておりますので、その話をしていこうと思います。早速映像が出ますので、皆さん閲覧にご注意ください。自らの命は自らが守るという原則に基づき防災行動をとっていただくようにお願いを申し上げます。高市総理は今後1週間程度気象庁や自治体の情報に注意するとともに揺れを感じたらすぐに避難できる体制を維持した上で社会経済活動を継続するよう呼びかけました。また小泉防衛大臣は自衛隊が上空などから情報収集を続けているとした上で現時点で大規模な被害情報の報告は受けていないと明らかにしました。一方、木原官房長官は過去の災害時にインターネット上で真偽不明の情報が流通したことを踏まえ政府、自治体や報道機関の情報を確認するよう呼びかけています。はい。自らの命は自らが守るという原則に基づき行動してくださいと。私これなんかね、最初ツイッターかどっかで見て、さすがにこんなこと言ってないんじゃないかと思ったんですけど、本当に言ってますね。そんなバカなっていう、これ自体デマだろっていう、そんな原則ないでしょって私思ったんですよ。思うじゃないですか。それ高市さんが勝手に言ってるだけでしょって、原則でも何でもないでしょって思いません？
まあ残念なことなんですけれども、ゴブリンさん、コンカラスです。その原則はどこのものでしょうかというと、政府の公式な原則でございます。政府広報オンライン、あなたの暮らしを分かりやすくということで、まあ私ですね、検索して調べたらこれがヒットしたんですけど、2025年の6月に更新されている災害時に命を守る一人一人の防災対策という、まあ政府の公式ホームページですね。はい。1番、防災対策では自助が重要であると。一人一人が自ら取り組む自助、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む共助、国や地方公共団体などが取り組む公助が重要だと言われています。まあここまではいいですよね。みんな納得するじゃないですか。自助、共助、公助、どれも必要ですよね。災害対策に関しては。その中でも基本となるのは自助。自らの命は自らが守る意識を持ち、一人一人が自分の身の安全を守ることです。特に災害が発生した時は、まず自分が無事であることが最も重要です。書いてある。高市さんの原則が書いてあるっていうことで、これデマだって私叫びたかったんですけど、残念ながらこれはデマではありませんでした。はい。政府のですね、公式な原則が、まず自分の命は自分で守れと。その中でも、災害対策の基本は自助だというのが、政府の公式原則だったということですね。まあ、高市さんはそれをリフレインしただけだったという、恐ろしい話でございました。早速、ファクトチェックしたらデマじゃなくて申し訳ございません。はい。サンセイトぶっ壊すさん、コンカラスです。その翌日はサラカツについての質疑応答というですね。首相が言うことか。自分の命は自分で守れって何ですか。そんなものを原則にすんのか。災害時の自己責任なのか。いつからこの日本はビジランテの世界になったのか。原則、自民党が勝手に作った。まあ、それは正しいですね。多分自民党が作ったでしょ、このサイト。自民党と官僚の人が作ったよね。間違いなく自民党の思想だよね、これ。ありえない。政府が言っちゃダメでしょ。誰かを助けるのが政治じゃないんですかって感じですよね。いやでも菅義偉さんにしろ高市早苗さんにしろ お前自己責任論者すぎるだろって、まあ私みたいな左翼からディスられてましたけど、そんなことないですよね。要はこの原則を繰り返し言ってただけだったっていうことですよね。政府のやることはまず被災地に寄り添うことからなんじゃないでしょうか。ヒロアカの爆豪みたいなこと言ってて笑えないんですけど、政府いらないんじゃないですかということでですね。いやほんとね、なんかアナキズムみたいな感じになってますよね。自らの命は自ら守るっていうだけだったら、いや確かに自分の命は大事ですよ。自分の命は大事ですし、まあ自分の命が助からないとね、他人を助けることもできないですけど、他人を助けるっていう話全然書いてないんですよ。とりあえず家の中に入れと、いろいろ身を守りましょう、災害ダイヤルがいろいろありますみたいなことしかこのページ書いてなくって共助の話が全く出てこない。まあ共助の話別のページにあって、被災地を応援したい方は災害ボランティア活動を始めましょうみたいなことが書いてあるんですけど、まあここにもですね、すぐにでも被災地に駆けつけたいという思いがあるかもしれませんが、行く前に被災地の状況を確認することが重要ですと。はい、皆さん能登半島地震の時を思い出していただきたいんですけど、ボランティアをですね、いきなり行くのは迷惑なのでちゃんと登録しましょうみたいなことが、まあ書いております。いや確かにまあね、気の右で来られても困るけどさ、そういう話じゃなくないですかっていうですね。で私さすがにね、アメリカもこんなこと言ってんのかなって。でもアメリカ自己責任国家だから言いかねないなって思って、アメリカのウェブサイトを探してみました。アメリカの評判の悪いホームランドセキュリティのちょっと昔の広報なんですけども、全国アメリカ防災月間、救助が到着するまではあなた自身が助けとなりましょうと。
いうことでですね、アメリカはですね、自らヒーローになれって書いてあるんですよ。重度の出血がある人は訓練を受けた医療従事者が到着する前に5分以内に失血してしまう可能性があります。その時はあなたたちが、自分でですね、周りの人たちを助けて、応急措置をするんですと。私たちの公助は貧弱ですが、貧弱とはすみません書いてないですが、あなたたちが自助と共助の精神で頑張ればなんとかなりますっていうようなことがいろいろ書いております。なので緊急時の応急処置キットは自分で作成して持っておきましょうみたいな、あと保険にも入っておきましょう。家族を十分に備えさせるほど災害への対応力が高まり、国が最も必要とするときに、国は自分の任務に集中することができるのですと。備えのある国民こそが備えのある国家でありますということで、アメリカまともじゃんってなんかね、日本の書いてることに比べたらだいぶまともだよこれ。自助共助があって、そのですね、緊急対応はまず自助共助で何とかしてくれと。で、我々の公助は正直だから保険代理店がどうとか書いてるところがね、アメリカだなという感じはするんですけれども、公助をする前にですね、自助共助で頑張ってくれと。君たちのね、力が国家の力なんだというようなことが書いてあって、なんかね、すごいまともですよね。こっちに比べると。もう日本のことってだって自分のことしか考えてないじゃん。家族のことさえあんまり書いてないんですよ。それはね、当然家族同士は助け合いみたいな、ことでしょうけども、その概はあるんでしょうけど、自分が無事であることが最も重要ですって字の文で書いちゃってるのって、これもう防災対策じゃないですよね。そんな北斗の拳みたいな世界観でいいのかなと思うんですけど、これが日本政府の公式見解なんだよなという、感じでございます。はい。何が自助だよと思います。自民の生命を守る気がない国家に何の存在意義があるんですかって。いや、そう言いたくなりますよね。ほんとこんなこと書かれたらね。生活保護見学への熱意も異様だし、弱者は生きる価値なしとでも思ってるんじゃないのか。そんなんだからロトロ復興は遅れたんじゃないかと。いや、岸田の時散々私言いましたけどね。はい。ポンコツなアメリカ正義兵器爆買いするくせにですね。そのアメリカの方がマシですからね。なんかね、もうなんか比較にならないですよね。堀江貴文は東日本大震災時、そんなとこに住むのが悪いみたいなこと言ってた。もうどうしようもないな、あの人は。そんなこと言ってたんですか？阪神淡路大震災では近所の人に救出された人が、だからね、まず近所の人を救出しようとか助け合おうっていうのが、まず来るんじゃないですか？だから、その後で迅速に公助が高いつけますから、それまでにっていう話だったらわかりますよ。それならわかるんだけどね。はい。そう。公助が来るのが前提で、それまでのつなぎであるべきっていうことをアメリカのね、政府は書いてるんですよ。だからね、アメリカの方が正しいんですよ。なんでだよという。ラズーさんコンカラスです。要するに日本は公助とつながってない。いや、つながってないですよね、この文章だと、本当に。だから公助がいつ来るかも書いてないし、できるだけ我々が早く駆けつけますみたいなことも書いてないし、自分で電話しろみたいなことも書いてあるんですよ。自分で電話しろじゃねえだろ。お前らが助けに来るんだよっていう話なんですけど。はい。なんかね、災害が発生した時は家族それぞれ別の場所にいる時にお互いの安否を確認できるように日頃から安否確認の方法を工夫しておきましょうみたいなこと書いてあるんですけどそこも人任せなんだっていう。NF104 さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。生存権を保障する気もない国って存在する意味がないですよね。そう。だから単にね、ボランティアのマネジメント能力がないだけっていうのも散々山本太郎さんとかが指摘してましたからね、山本さんのあそこは正しいと思いますよ。私、令和支持じゃないけどさ。はい。いやー、アメリカを凌駕してる自己責任国家だったとは知りませんでしたね。ね、東北の津波とか、だから今回原発がね、まだ無事だったというか、ちゃんと管理しっかりしてたからなんとかなったけれども、マジでやばかったですよ。青森って原発集中してますからね。はい。そしてただね、災害時はみんなパニクるから、まず自分の命を大事にするっていうこと自体には私も異議はないです。異議はないんですけど、ちょっとごめんなさい。これからですね、ヘイトツイートが数分流れますので、ちょっと目とかちょっとミュートしておいてください。
先ほどのですね、LGBTQ 支援をしていらっしゃるユうスケさんと赤テイルさんが、昨日ですね、大量にポストされてたんですけど、X で大量のヘイトポストが流れました。青森の火災は絶対に中国人が混乱に乗じてつけている。全然家がない森のところだし。避難する人は電気、ガス閉めて便乗の窃盗団には気をつけてください。玄関の施錠を忘れずに。今日本に地震が来て喜んでいる中国人をたくさん見てしまいました。先ほどに発生した青森県の地震だが、アホな、人は中国に歯向かうから天災に見舞われたのだとか言うんだろうな。誰がそんなこと言ってんだよという感じなんですけど、こんな感じのですね、イスラム系やらインド系やらと避難所で生活するのは絶対にありえないみたいな、ポストが大量に X に流されました。でですね、ゆうすけさんずっと全部これ通報してるんですよね。すごいなと思うんで、そういうとこすごい尊敬してるんですけど、殺到など災害時の犯罪に関する情報は警察が発表するものです。ツイッターに流れる犯罪情報はデマの可能性が極めて高いです。デマに騙されないように政府も呼びかけていますでしょという、当たり前の話なんですけれども、だからですね、災害が何か起きるためにヘイトデマが流れまくるのありえないですよね、本当に。だから SNS 規制とかそれ以前の本当問題だと思います。はい。さすがにね、バズったツイートとかはなくて、呂布カルマみたいなね、大体が通報されて消えてるみたいなんですけれども、X はね、ほんとこういう状況を放置してるメディアだということを認識しなきゃいけないなと思いますよね。避難所の設計とかいろいろ問題は山積みのはずなのに、この調子だとずっと棚上げのままかもしれないですよね。日本は政府が国民の生存権を守る気が全くない。いつもイタリアの防災対策は素晴らしいとか視察言ってるみたいですが、見に行ってるだけなんでしょうかね。はい。話がちょっと変わりますが、政府の被害救助の連帯さんに反比例するように、天皇がね、行ったりするのはね、逆にイメージアップになっちゃったりしてますよね。私もだいぶ通報しました。お疲れ様です。自己責任どころか困窮者や被害者を積極的に叩きにまでなっている気がします。これは私も見つけ次第通報していますと。そう、女性が子供を守れみたいなのがね、結局そういうのに虐殺につながったりしますから、本当に危険ですよね。はい。災害が多いから設備が最先端と思ったら、阪神淡路大震災以外はほぼ変わってないという状況です。唯一変わったのは段ボールベッドぐらいです。でも関東大震災の時は政府がむしろデマに加担したというですね。本当にね、昔からそういうとこ全く変わってないですよね。すいませんでした。ちょっとツイートを流してしまいましたが。で、ただですね、デマ以外にもたくさんのデマが流れました。例えばこのジャパニーズアースクエイクというアカウント、12月7日から8日にかけて日本でマグニチュード 6.0 の地震が発生する可能性があります。予測地図をご覧くださいませということで、これ12月4日にポストしてて、預言者だとすごいなこのアカウントはみたいな感じでバズっていたんですけれども、このアカウントは連日地震の危機をリポストしており、数打てば当たる戦法ですと、日時規模場所を当てる地震予知の技術は確立されておりませんということで、要は当てずっぽうでやってるノストラダムスの大予言式の、アカウントだったみたいですね。でもこれに騙されている人が大量に発生しました。このような地震予測アカウントは毎日のようにどこかしらの予測を投稿していて、その通り地震が来た時にだけ的中と誇示しています。当たってると相手にしてフォロワーを増やさないようにしてください。本当に正確な地震予測技術があるなら気象庁などがとっくに取り入れておりますということで、残念ながらですね、このレベルで正確に地震を予測する方法はありませんので、こうやって当てずっぽうに言ってる人たちの言うことを信じてはいけません。はい、ですね、陰謀論も非常に好調だそうです。黒猫ドラレコさんですが。これヘイトコメントを書いている人たちもおそらく本当に在日外国人が犯罪者とは思っていなくて、思いつきでなんとなく書いているだけなんですよね。そうですね。だから軽い気持ちでバズりたくて書いてるだけなんじゃないかと思うんですよね。それでヘイトコメント書くっていうのが本当にありえないし、ひどい状況だなと思いますよね。はい。そうですね。パターナリズムとか誰かを守るためみたいな、名目で虐殺をやるっていうのがね、あるあるですからね。東日本大震災の時もツイッターに井戸に毒みたいなテーマが書かれてました。今同じ規模の地震が起きたらもっとひどいことが起きるでしょうね。はい。そう。遊戯王がカードバトル始まる前にいたこんな詐欺師。
ツイッターと大予言で言うと東日本大震災あたりから、まあそうでしょうね。まあ陰謀論と排外主義がはびこる世の中だと、そうこういうアカウントが次々と出現するんですよね。承認欲求で虐殺煽ったり、こういうねインチキ予想したりするのやめてほしいですよね。はい。まあ地震の予想はね、結局そんなのが確立してんだったらね、ノーベル平和賞問ですよ、それこそ。予測できないからみんな困ってるんじゃないですか。ね、他にもなんかインチキ科学をこの人多分善意っていうか天然だと思うんですけど、インチキ科学のポストをしてる人たちが結構いました。昨日2時10分に強力な太陽フレアが観測されました。最大強度 X1.1 と X クラスとしては弱めですが、3日前に M クラス 8.2 が発生していますので要注意ですと。専門用語の意味がよくわからないんですけど、私は地震を予測していたと、主張しておられます。地震はプレートは関係ありません。欧米では地熱が原因だっていうことは常識です。日本政府はアメリカの衛星からの情報を提供してもらって対策してるけど、一般的には黙っているだけです。プレート説がなくなると税金から出る研究費がもらえなくなる大学や企業の利権が絡んでるから本当のことを言えないだけなんですと。そうですか。まあ性能にかなりの疑問符がついていることでも有名なグロック AI ですけど、太陽フレア観測を元にした地震警戒スレッドへの返信であり、地震の終焉をプレートテクトニクスではなく地熱活動としており、日本政府はアメリカの衛星情報を隠蔽していると主張しているが、マントル由来の流体が地震群を誘発する可能性などは示唆されているそうなんですけれども、あくまでも現在はプレート理論が主流であり、両者は補完関係にあるだけで、地熱が原因と第一次期的原因という科学的根拠はありません。アメリカの衛星情報隠蔽や研究費利権などの主張は全く根拠がございません。はい。だから陰謀論に走らないでくださいっていう話なんですけど、まあ人工地震がどうとか言ってる人たちほどはとんでもではないですけど、一見それっぽいので、まあ信じてしまう人が結構出てるんじゃないかと思うんですね。まあ信じないでください。はい。まあ最低限ね、まあ最近 Google も AI も信用できなくなってきてますけれども、まあ最低限チェックして、ですね、インチキポストでないかは確認すべきかなと思います。そうですね。徘徊主義外注の話も後でします。東日本大震災時の最悪の電話はメルトダウンじゃなかったという話です。いや、でもそこなんだよな。まあ、あれ科学への信頼を失わせましたよね、本当にね。地震予知連って地震予知はできないって言って解散したんじゃなかったっけ？そうでしたっけ？こういうやつら利権好きですよね。まあ陰謀論者はね、ほんと利権の話大好きですよね。何でも利権で片付くと思ってるからな。そこまで世の中単純じゃないよっていうですね。はい。魚さんこんからずです。これを信じる人たち怖すぎますっていうですね。はい。いや、だからね、まあでも多分この人マジで信じちゃってるんだと思いますけど、やめた方がいいですよ、本当に。だから本当に信じちゃう人たちが出てしまうからね。能登震災の時にツイッター上でやたら障害者施設や障害者が避難している場所を知りたがる人を見ました。うわ、なんかそれも気持ち悪いですね。差別主義者か。いやー、最悪だな。私も障害者だぞ。昨日リオさんここからです。都市伝説オカルト会話が地震予知でキャッキャしていまして、俺はキレました。だからなんか結局手の人たちな、最近差別とか陰謀論にマジで流れるようになってきちゃったじゃないですか。ガチで陰謀論やりだしたらおしまいですからね、オカルトは。分かってますって、私も SCP とか好きだったけどさ、本当に。どうかしてるな。だからオカルティストがね、そういうこと言い出したらおしまいですよ、本当に。ね。前の YouTuber の人も取り上げましたけども、ガチの陰謀説とか差別主義とかを言い出したらね、ナチスと大して変わんないですからね。はい。そう、地震予測はね、不可能に近いですから。で、人工地震ハープのせいという落書きをされていたのがニュースになってましたよね。はい。そう、都市海をね、都市海伝説解体センターね、音花風花さんと実況プレイしてるんでね、ぜひとも皆さんアーカイブ見てくださいね。はい。ということで、ありがとうございます。ということで、次はですね、まあ国際の話、これ以外はあまりやりたくないというか、まあただこれだけは触れざるを得ないので言いたいのですが、はい、中国機レーダーの話をします。
まず、これはさすがにデマではありませんが、小泉進次郎様のコメントを読みますが、知らない方もいると思うので、一応説明します。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案がありました。レーダー照射が2回ありました。第1に12月6日土曜日の4時32分頃に、沖縄本島南東の公海上空で中国海軍の空母遼寧から発艦した J15 戦闘機、J って書いてあるんで、なんか日本っぽい名前ですけど、中国の戦闘機です。当該機体に対する領空侵犯措置を実施していた航空自衛隊の F15 戦闘機に対しレーダー照射を断続的に行う事案が発生しました。第2に18時37分頃から19時頃までの間に沖縄本島南東の公海上空で同じく遼寧から発艦した J15 が当該機体に対する対領空侵犯措置を実施していた同じく F15 に対してレーダー照射を行いましたと。だから2回事案があったということですね。これは航空機の安全な飛行に必要に超える、危険な行為、極めて危険な行為で大変な遺憾でございますみたいな、日本政府からの発表がなされて、また中国がそれに反対しているというような状況でございます。はい。ですね。ずっとそうですね、陰謀論が実は正しかったみたいだろうが、フィクションが多いのはね、それに拍車かけてるかもしれないですね。はい。で、そう、高市さんがね、言ってしまったことから全てが始まってますからね、正直だから責める資格はないと思うんですが、これでデマを撒いているのはさて誰でしょうか。ネット上でもたくさんネット右翼の人がね、いろいろ知りもしないのにいろんなこと言ってますよ。私も軍事のことよくわかりませんけれども、一番ひどいのはですね、はい、マスコミです。なので、ちょっと、きつい映像ですが、少し見ていただきたいと思います。読売テレビ、高岡解説、ミサイル発射直前、中国軍自衛隊機にレーダー照射はなぜ、背景にあるものとは、関西情報ネット10っていう番組なんですけども、すでに60万回以上、YouTube で再生されてますが、ちょっと見ていただきたいと思います。戦闘機というのは飛び方と位置が大問題だからです。で、我が国に対して領空侵犯をどっかの国がしてきます。で、そうすると普通はですね、これ後で出てきますからこの言葉を覚えておいてください。相手が目で見て横にいるな、これ実は戦闘機では相当危険です。両方とも何百キロのスピード飛んでますから。しかし見えるところまで上がっていって、そしてできるだけ距離を取って横に行きます。で、ここで警告をします。あなたコースずれてますよ、領空に近いですよということをするんですが、今回防衛省が、これも防衛省は正確な位置は言ってませんが、やはり敵対行為だと見なした理由は後方です。で、これ航空機、特に戦闘機の場合は後方ってのもいろいろあります。真後ろは完全な敵対行為です。で、少しこちら側からでもこちらからすると死角になります。だから先ほど申し上げたどこからレーダーを当てられてるかというのも自衛隊機のパイロットは把握をしたんです。横じゃない、まして相手方が見える位置にもいない、そうすると明らかな敵意と判断をしたというのが今回の結論で、そうしますとですね、当然のことながら戦闘機は上空での体制でいきますと、もうこういうシーンをよくご覧になったことあると思いますが、回避行動というものを取らなきゃダメです。はい。特に軍事の専門家でも何でもないはずのですね、読売テレビの高岡解説員が、このように、中国側ですね、日本の、自衛隊機を、レーダーで狙って、ミサイルが発射できるような状況に追い込んだに違いないという前提でもう話してるんですけど、そもそも本人が言ってる通り、これ憶測に過ぎないんですよ。防衛省は正式にこういう状況であったという後方に位置づけられたっていうようなことを発表したわけではないので、わざわざ模型まで作ってああやってやってるんですけれども、これ憶測に過ぎないです。で、これから説明しますけど、軍艦は確かに火器管制レーダーっていうミサイル撃つためのレーダーと敵策用レーダーっていうのが、分かれてまして、敵策用レーダーは基本安全だけども、火器
機関製レーダーはミサイル撃つからやばいよみたいな話をですねこれから持ち出してですね、だからそういうレーダーをね中国機を発射したに違いないみたいな話に持ってくんですけど、これも軍事的には完全に間違った解説ですね。だから読売テレビがデマ流してんですよ。中国憎しなのかなんか知らないですけど、これ戦争を煽ってますよね。はい。いやー、本当に。ということで、ちょっと先にコメント読みますが、いや本当にね高市さんから始まってんだからですね、まず辞職してくださいよ。ここまでなってしまってんだから謝らなくていいから辞職してほしいですね。そして小泉さんは在日米軍にも同じように言ってほしいです。はい。小泉は中国機のレーダー照射にはコメントを差し控えないんですね。とですね、専門家ではないのにこうしたに違いないって。いや、ほんと体制抑散会一歩手前ですよね。専門家じゃないんですよ、この人。びっくりするでしょう。はい。ね、政府を擁護するコメントをするお笑い芸人よりもね、ある意味悪質ですよね。だから解説員の人だから、まあ確かにちゃんと喋るじゃないですか。ちゃんと喋ってるから、なんかそれっぽく聞こえるんですよね。はい。いや、ボンブさんコンカラスです。菅野もつも、解説してたんだ。ありがとうございます。すいません、内容ちょっと被っちゃうかもしれないですが、いや、関西のローカル番組、ほんとこんなのばっかりなんですけど、まあ私はね、悪のチャット GPT に聞いたんですけど、なんで間違ってんのかっていう話です。はい。相手が目に見える距離まで上がっていく横で警告というのは、そういうやり方はあり得ますが、まずこれは一般論です。今回はこうだったと結論付ける材料にはなってません。防衛省が敵対行為とみなした理由は広報であるという推測について、解説者は防衛省は正確な位置は言ってないと認めてます。つまり広報だったから敵対行為だと判断したというのは外部から検証できないただの憶測です。それは裏取り不可能なはずですと。まあ読売テレビでさえ裏取りできてないわけですよね。で、真後ろから完全な敵対行為であるかどうかについても角度だけで完全な敵対行為と断言しているのは言い過ぎです。後方につく尾行するだけなら識別監視のために行われることもあり、即攻撃準備行為とは限りません。確かに追尾ロック用のレーダー照射をしたというふうに完全に認められるんだったら、まあ強い威嚇行為だということは言えるかもしれないですけど、中国そこまでしてないはずなので、後方追尾の体制で明らかな敵対行為だと断言しているのはですね、明らかに言い過ぎなんですよ。で、明らかに言い過ぎであることをおそらく分かった上で憶測に憶測を重ねてこういう報道をしてるわけなんですよね。いや、なんか専門家風の知ったかみたいなの増えたと思うし、だからなんて言うんだろうな。やっぱりこういう、だから専門家じゃない人がですね、解説するのですね、私もやってるけどやばいと思いますよ。だから他のその専門家の人の、見解とかを紹介するんだったらいいけれども、自分で言っちゃったらダメじゃないですか。そう、自信満々にそうですね、なられながら断言されるとね、わかんない人は信じちゃいますよね。高岡さん言ってんだから正しいんじゃないかって思っちゃいますよね。はい。はい。ということで、こういう時は専門家の意見を聞きましょう。こちらですね、海外の、アビエーショニストというですね、ウェブサイトです。デイビッド・チェニオシティさんっていう名前の方がですね、運営してらっしゃるんですけど、ちょっと読めなくてごめんなさい。イタリア・ローマを拠点とするジャーナリストの方で、世界で最も著名かつ読まれている軍事航空ブログの一つです。ありとあらゆるサイバー戦争を扱う様々な華やかな経歴をお持ちの方で、イタリアの軍事専門家の方だそうです。はい。一応これもAI とかでいろんなので確認しましたけど、内容的には軍事的には間違ってません。デイビッドさんがどういうふうに解説してるかっていうと、もちろん高岡さんみたいなことは言ってません。沖縄近海で2件のロックオン事案を報告したって、ロックオンっていうのはこれ格好書きわざとしてるんですよね。そこからしてもっていう感じなんですけれども、ロックオンじゃないんじゃないかこれはっていうような話ですよね。レーダーの、補足がなされたこと自体は事実ですよ。この日本側の報告に対し中国人民解放軍の報道官は反論した。最近中国の空母打撃群は、宮古海峡東側の海域空域で通常の艦載戦闘機航空訓練を実施したに過ぎないが、訓練区域は事前に公表されていた。この期間中自衛隊機が繰り返
対し中国海軍の訓練海域空域に接近し妨害行為を行っており、中国側の正常な訓練を著しく妨害したため、警告の、レーダー照射をしたということなんですね。でもレーダーロックオンしたんだからそれはやりすぎだろって、中国の挑発行為だって言いたくなるんですけど、さっきの高岡さんみたいにですね、後方に行ってレーダー照射するのはやりすぎだろって言いたくなるんですが、そもそもレーダーロックオンっていうのは何かっていうと、これ本当に軍事的な専門的な話で難しいんですけど、要するにですね、今の最新鋭機ってあんまりその索敵モードと追跡モードとミサイルぶっ放すモードみたいなのがですね、段階的に分かれてるんですけど、全部同じレーダーを使ってるらしいんですね。で、追跡操作同時モードから単一目標追跡モードに移行する必要があるが、それは人力でやるんだと。で、この切り替えは敵パイロットのレーダー警告受信機が即座に検知し、信号管制射敵と分類して、視覚警報音を発信するが、さっきのね、艦隊みたいにですね、左と右で完全に分かれてたらそれはすぐ分かるじゃないですか。でも同じレーダーだから、同じレーダーで同じビームを発射してたら区別つかないですよね。で、だからレーダー警告受信機による探知を困難にするように戦闘機って今設定されてるんですよ。要は敵に攻撃警告がバレたらまずいので、レーダー信号を背景雑音に溶け込ませたりとか、これ自体ね非人道的だと私は思うんですけど、なかなかですね相手に分かりにくくされてるんですね。だからロックオンに気づいた時にはもう遅いと。でレーダーホーミングに引っかかりすぐに撃墜されてしまうというような、危機的状況に数秒で陥ってしまうというような仕掛けにわざとしてるっていうことなんですね。だから中国が本気で撃墜するつもりだったら確かに非常に危険な状況だったと思います。でも本気で撃墜する気あったと思います？だって日本と全面戦争になりますよね、下手したら。さすがにそこまでする気なかったでしょう。で敵対的意図がどういうことかっていうと、こうしたセンサー技術が発展したにもかかわらず、むしろねセンサー技術が発展しすぎたために、国際的な公船規則は依然として敵対的意図と敵対的行為を明確に区別していると。でパイロットはセンサー警報のみに依存せず、遭遇時の運動学を評価することにますます依存せざるを得なく、だからパイロットの直感でね、本当にミサイルを撃つ気があるかどうかっていうのを瞬時に判断しなきゃいけない。で今回に関してはもしかしたら撃ってくるかもしれないっていう風に管制かそのパイロットの人が判断したから、おそらくこういう状況になったんですよ。なのでね、確かに中国のひどい挑発だとは思います。ひどい挑発行為なんだけども、それを敵対的行為だと即座に判断して回避行動を取ったっていうのは自衛隊側の判断なんですよね。だから要は疑心暗鬼ですよね。中国だったらやってくるに違いないみたいな思いがおそらくあったからやったんじゃねえかというような分析ですね。はい。でこの記事なんですけど、しかも最後にちょっとショッキングなことが書いてあって匿名の NATO パイロットが協力して書きましたみたいなことが書いてます。多分ねNATO ですからプロ中のプロですよね。だけど中国寄りの見解を書くわけにいかない立場の人ではないですか。で中国寄りの見解を書くわけにいかない立場の人がわざわざ匿名でこういう軍事ブログに投稿してですね、いや中国に対する日本のこういう反応はやりすぎではないのかみたいな記事を書いてるわけですよ。これの意味するところは何なのかっていうのは考えた方がいいんじゃないかと私は思います。はい。江戸川ポンさんコンカラスです。ヤフコメで中国と断交しても大丈夫という意見が多数で、私が間違っているのかパラレルワールドにいる気分になっているのか、こんなもんですね。読売テレビにそうですね BPO 抗議した方がいいかもしんないです。ごめんなさい、リンク貼っときゃよかったな。私はこう抗議しますわ。とっくの昔からそうなのでしょうか。プロパガンダで国民生活を覆っているロシアやイスラエルを全く批判できないですね、今の日本。だからね、なんかテレビが戦争を煽るみたいだろってね、そんなの本当にあったのかみたいに思ってました。新聞か。戦前はね、新聞がね、朝日新聞とかが悪いことして戦争を煽ったみたいに言われるじゃないですか。本当にそんなことあったのって、そんなの騙される人いたのって思ってましたけど、本当にあったんだなというのが、実感としてなんか分かってきましたよね。そう。
だからどっちが煽ったかっていうと、まあどっちもどっちだったのじゃないかとしか言わざるを得ないし、自衛隊機が過敏に反応しているのではないかという疑いが晴れないわけですよね、この情報だけだと。はい。いや本当にね、だからメディアは専門家呼べよっていう話ですよね。なんで呼ばないんで、大喜びで出る人がいっぱい出るでしょ、多分こういう話だったら。そう中国から先制攻撃するメリットなんて何もないですからね。だから多分そのまあ挑発的意図もあったのかもしれないけど、本当に自衛隊機が邪魔だったからレーダー照射しただけっていう可能性もあるわけですよね。はい。いや本当盧溝橋事件みたいな話になっちゃいますよね、こんなこと繰り返してたら。はい。だからですね、冷静に判断するみたいなことを力説してる一部の人たちがいるんですけど、どこがこれが冷静な対応なんですかね。めちゃめちゃ中国に対してテンパってるじゃないですか。はい。で、まあ、ただ、日本経済新聞様の、フォローによりますと、日本側からのホットラインに中国が応じなかったと。日中防衛当局が緊急時に使う専用回線のホットライン、日本側が使おうとしたものの中国側は応じず、軍事対立を回避するための対話が枠組みが機能しなかったと。ホットラインでね、警告したのにね、中国は対応しなかったんだという、ことを言ってて、やっぱ中国が悪いんだと言っているんですけど、NHK さんの報道によりますと、ちゃんと通告してたみたいなんですね。中国軍の戦闘機は空母遼寧から飛び立った機体でしたが、中国側から日本側に対し事前に現場レベルで空母の発着訓練を実施すると通告があったことが分かりましたと。だからさっきのねデイビッド、チェンシー・ウォッティさんの言ってたこと正しいんですよね。中国側のコメントとして、訓練をやると、この海域で訓練をやるということを事前に忠告したにもかかわらず、いきなりですね自衛隊機が挑発的な行動をしてきたっていうですね、まあ挑発的な行動をしたかどうかはともかくとして、ちゃんと中国側からですね警告してたんですよ、自衛隊側に。それは自衛隊側もだから認めてる話だっていうことなんですね。なんでこうなるのかなっていう。だからやっぱり日本側の過剰反応だったんじゃないかなという疑いが非常に濃いですよね。はい。韓国のレーダー照射の時もそうですね、こんな雰囲気だったみたいですよね。ちょっと当時のことはあまり記憶にないんですが、現場の自衛官がね東洋で間違って攻撃するのが一番怖い。いやほんと正直それが一番怖いですよね。偶発的事態ってやつになるじゃないですか。だからいきなり中国への敵外心が強くなりすぎて疑心暗鬼になって反撃してしまったら、まあ開戦みたいなことになりかねないですよね。はい。公明党の斉藤代表の偶発表現にね東洋が噛みついてました。斉藤代表そう言ってくれたんだ。ありがとうございます。さすがナミさんここからです。パイロットがレトウヨ説。いや本当あるんですよ。だからレトウヨだから過敏に反応したのではないかっていうねまあ管制の指示もあったのかもしれないんですけど、通告があったのになんでそんな反応したのっていうことですよね。で日本側の発表もどこまで本当なのか分かんないですよね。中国も信じられないけど日本も信じられないっていう。通告あったのにビビったというと盧溝橋事件味がありますよね。そう訓練することを受けてたって前提で全然話してないですよ。そんなことだって小泉も全然一言も言わなかったし、だから高岡解説みたいないきなりね中国がレーダー発射してきたみたいな人たちが噂が出てきたわけですよ。はい。あやっぱつレースさんコンカラスです。クリスマスプレゼントは内閣総書記してくださいでこちらちょっと中国寄りの、解説なんですけれども、上海東宝テレビの内容ですね。レーダー照射について30分間をかけて解説した。日本からクレームのあったレーダー照射について、中国側が詳細に解説した。中国は高市問題を高市の失言とはもはや捉えておらず、明確な意図を持った戦争に向かう手続きを高市は行っているというふうに言及していると。中国軍のニアミスを演出することで非核三原則の改定と軍事費増強を狙う明確な戦略を高市は実行に移しており、レーダー問題は当たり屋だと。わざわざ日本の戦闘機はレーダー照射される距離にやってきてこっちを挑発してきたんだと。だから私たちはレーダーを照射して危険だぞと言ったのに、うわ中国が攻撃してきたみたいなことを言っているんだと。だから高市さんこれ読めないんだけど小賢しいやつというような、ことまで言ったようです。で日本の悪事を隠すために先に相手を攻撃して罪をなすりつけているのだと。ただね本当に第二次世界大戦の時散々中国に対してこういうことやってますから正直反論できないですよね。盧溝橋事件のことを覚えてるって言われたら私は正直中国の方々に反論できないです。はい。
いや、ほんとね、戦争したくないですよ。こんなことでしかも。くだらなさすぎるじゃないですか。ねえ、もう。で、私が思い出したのはあれ、さっきちょっと富野義行さんに言及してた方いらっしゃいましたけど、まあこれね、杉山浩一さんっていうネトウヨの人がね、曲を書いてたので、なんかちょっと今微妙なおすすめできない作品になっちゃったんですけど、伝説巨神イデオンっていうアニメがありました。地球人側が白旗を掲げて降参の意思を示したが、敵対する宇宙人のバッフクランにとっては白旗が宣戦布告と徹底抗戦の意味なので戦いが激化してしまったという流れがあったと。言葉は通じるけど前提の価値観が異なるということでですね。だから中国と日本の価値観ってそこまで離れてないはずなんですけれども、特に右翼と言われる人たちの価値観って正直習近平を好きな人たちの価値観と私すごく近いなと思っているところがたくさんあるんですけど、まあでもお互いに相入れないと思っている同士がですね、向こうは警告のつもりで自衛隊機近づきすぎだぞというふうにレーダーを照射したと。しかし自衛隊機のにとっては中国がミサイルで狙ってきた、こいつやる気だと思って、まあこういうことになったという話だったら、まあね、白旗を振ったらね、戦争に突入してしまったみたいな。だからね、昔の日本のアニメこういう表現ができたんですけれどね、なんかみんな忘れちゃったのかなっていう気がしますよね。はい。いや、ほんとね、戦争になるくらいだったら私も中国のね、肩持ちますよ、全然。はい。今回の件で言ったらね、明らかに自衛隊機の方がだって過剰反応っぽいし、中国機はね、だから、そのレーダー照射しただけであって、ミサイルロックオンした証拠ないですからね。はい。いや、ほんとね、張作霖爆殺事件みたいになってきましたよね。うん、だし今まあ戦ったらですけれども、まあもう想定でもしたくない話ですけれども 100% 日本負けるのではい、まあ話にならないですよね。はい、まあ戦争になったらね、もちろんどちらもひどい目に遭うので勝者はいないですけどね。で、なんかね、高市さんは何を言ってるかっていうと、ごめんなさい、間違えた。極めて残念だ。中国機によるレーダー照射、冷静かつ毅然と対応する。だから、これのどこが冷静かつ毅然とした対応なんですかね。中国軍の日本周辺における動向を注視するとともに、警戒監視活動に万全を期していくと述べたということなんですけれども、だから最初からそういう、敵対的なね、態度で、自衛隊の人たちにも言いまくってるから、こういう事態に陥ってるんじゃないですかとしか。私は言いようがないんだけどな。全然冷静ではないですよね。今日 YouTube に日本の兵器に中国が侵犯という動画がおすすめいやもういい加減にしてほしいな。中国から輸入とかで輸出入できなくなったらそれだけで日本は終わりですからね。はい。で、食料自給率だってね、せっかく減反政策やめるって言ってたのにまた水の泡になっちゃったでしょ。はい。で、ただね、すいません。ちょっとさらに皆さんにダメージを与えてしまうかもしれないんですけど、高岡大先生がね、さらに恐ろしいことをちょっと後半で言っているので、ちょっとそこだけ見ていただきたいと思います。まあ、この画像でお察しという感じなんですが。変わらず高市政権の支持率は落ちないわけです。でこれはやはり中国側としては次のカード慎重にならざるを得ない。で、高市政権の支持率が高いということは一番気にしているのは中国に大々的に進出している日本の企業。これやっぱり母国の政権が極めて高い支持率があるときにご商売は大事です。だけれどもやはり、中国を利するような行動を日本企業が取るわけにはなかなかいかないということもあります。出ていかれたら中国政府は大変な痛手です。ですから今日本が一番大事なのは私ねこういうこととテレビでね高市政権上げ下げってバカなことを言う人が出るんですが私すみませんけど総理からお茶の一杯もいただいたことはないので高市政権の高支持率を維持してしばらくの間見せつけておくことが現在の日中問題において中国がカードを選び直すという大変大きな要素になるということは申し上げておきたいと思います。はい。プロパガンダ報道をした挙句、中国に対抗するには高市さんを高支持率で支えなければいけないって言い出しましたよ。いやー、もうBPO ですね。皆さん送りましょう、意見を。この関西情報ネット10に対して。ありえないっすね。要は中国に対して強気に出るためには高市さんへの高支持率が必要であると。みんなこの高市政権を支持してるということにしないと、強気に出れないから、そういうことにしましょうよ、みんな。高市さんを支持しましょうという、ことを言ってるんですけど。冗談じゃないですよ、本当に。本当に支持率 75% もあるんですかね。
いや、75% あろうがなかろうが私は高市さんを絶対支持しませんけどね。はい。頼まれても支持しませんので。はい。だからただね、マスコミが本当ね、戦争を煽ってるというのがですね、なんかこんな実感として感じられたの初めてですね。ついでにディスっておくんですけど、谷原章介さんも、防衛力強化は宝の持ち腐れだと、せっかく持っている防衛備品を憲法9条で縛っている側面もあるのではないかという、あなたリベラル派じゃなかったろという衝撃の発言をフジテレビのサンシャインで行ったそうです。まあその後さすがに少したしなめられて修正したらしいんですけれども、いやーなんかマスコミのとかタレントの人たちがねこぞってこんなことを言い出してるってなると本当に偶発的な戦争に突入しても不思議じゃないですよね。自衛行為だと言い張ればですね一応憲法違反ではないという立て付けにできちゃうわけですから、まあとにかく白旗を振ってる相手に対してミサイル撃ち込むようなことはやめていただきたいなと思います。はい。ブスレットさんここからです。この日本が過剰反応する件、2018年の韓国レーダー照射の件を思い出しましたということでですね、すいません、当時私ちゃんとね報道いろいろ見てなかったのであれなんですけども、やっぱり近い雰囲気なんですね。政府同士はこんな状況になってしまいましたが、一方であゆのコンサートが中止になってがっかりしている中国人の人たちもいるので、そっちにね連帯したいですよね。はい。いや本当にね、なんでこの偽善も冷静もなんもあんたが事の発端だよっていうですね、本当にね高市さんが全ての元凶なのに何を言ってるんでしょうねこの人は。いや帽子幼鳥というですねで視聴者をバカ呼ばわりしてるんですよね。はい、これもひどいと思いますよね。普段なんかねリベラルが人をバカにしてるとか言ってる人たちがなんでこういう発言は許すんでしょうね。はい。いや、ほんと開戦前夜みたいなね、報道ですよね。はい。高市政権支持しないやつ、非国民まであと一歩ですよね。いや、ほんと中立性も何もないと思いますよ。読売テレビってね、ここまでやってる局だと私思ってなかったんですけど、まあ関西系だからなのか知らないですけど、ちょっと極右に振りすぎですよね。はい。全体主義って国民運動ですからね。支持率はあれがピークになってるかも、自民党支持率は下がり始めている。あ、本当ですか。それならいいんだけどな。いや、正直ね、高市さんだけが人気で、自民党の支持率がね、20% とか 10% に落ち込めば、それはそれで美味しいですよね。総選挙したらあっという間に負けるっていうね。あれは何だったんだみたいな話になると思うんですけどね。新しい戦後のスローガンがメディアは信用するようになりそうで嫌だ。いやでもこういうことされると本当メディア全般が信用できなくなりますよね。ね、だからそのオールドメディアの良さってだからちゃんと裏取りする報道とかすることにあるのに、これフェイクニュースに近いじゃないですか。デタラメ言ってるからさ、デタラメ言われたったらおしまいですよ。はい。いや本当ね、縛るのがね正しい憲法の姿ですからね。谷原さん何言ってんですかね。はい。防衛費が高すぎるせいで夢を見すぎです。まあ確かになんか防衛費に金つぎ込んでるから余計にこういうこと言いたくなっちゃうんでしょうね。まあ防衛費減らしましょうよ。はい。もういいですよ。もういいわ。憲法9条死守しましょう。はい。持ち腐れて日々メンテナンスしてる現場の人間のことバカにしてんのかっていう。いや、だからこの言い方も悪いよね。ね、自衛隊の人もイラッとすると思いますよ、これ。だからちゃんとね、普段メンテナンスして、その使える兵器にしてんのってね、っていうか彼らの給料上げろよっていう話ですよね。だからなんてねえだろ、アメリカに渡る金なんだから。対米戦争前夜だと国民は煽りすぎて東條英機の家になんで早くアメリカと戦争しないんですかという手紙がたくさん届いたと。いやなんか近い雰囲気になってるから嫌ですよね。なんか戦中の新聞ってこんな感じかというですね。加藤陽子先生のそれでも日本人は戦争を選んだ読みましょう。読んでない人はね、私とキャミさんというかキャミさんがだいぶ解説してる過去配信があるのでよかったら見てください。今の日本だと自民党の支持者が負けても受け皿が参政党になりそういやーそれしたら神谷宗平総理大臣になるのか、それはそれで嫌だな。韓国レーダー照射の件で極右の玉神すら大騒ぎするなとまさかのまともなツイートをした。ああそうなんだ。でも今回ねやっぱ軍事クラスターの人たちはねちょっと冷静になろうよっておかしいよみんなみたいなことで揃って言ってて、まあこのねだってチェイシオッティさんだって多分っていうか普通に NATO 寄りの人だし NATO のねパイロットにこういうこと聞いて書いてるわけですからねはいだからこういう人がいるうちが最後です。花というか最後ですよ。 NATO から警告されてんだからNATO から警告される事態になってるっていう風に考えた方がいいと思います。はい。
たまたま直前に D4P さんの田野大輔先生の出演会を聞いたので、これがファシズムの始まりかと思っています。田野先生はナチスはまずムードを作るところから始めたと。なるほど。そうですね。まあ田野先生とか全体主義の研究家の人はみんなそう言ってますよね。はい。戦争反対、全体主義に反対します。はい。持参連立は笑い事じゃないというですね。いや、本当ね、維新とね、急したら、まあ、参政党と組みかねないですよね。今の高市さんだったら。はい。って思います。そしてですね、まあ本当はね、これでね、高市政権の話、大体終わりにするような感じのクラウドワークスの話したかったんだけど、その前にね、なんか高市さんが私の配信にネタを提供してくれたんですよ。はい。私がね、だからたまたまそのブラウジングしてる時に目に飛び込んできたんですけど、今日の4時48分に、朝鮮ビジネスが、記事にしてるんですけど、高市早苗総理が竹島を日本領と改めて主張したそうです。これ今日の話なのいやーもういい加減にしてくれよこの人はっていう感じなんですが、早くクビにしないと、いや韓国は同盟国ですからね。対中国防衛を言ってる人たちには特に言いたいですけど、同盟国に喧嘩売ってどうすんですかこのタイミングで何考えてんですか。ということで、まあ、高市さんが無理な主張をまた繰り返したと書かれてしまってまして、大変恥ずかしいですね。まあ、朝鮮総合ニュースで報じられたそうです。自民党の高見康弘というやつがまた余計な質問をして、独島に関連し、韓国により不法占拠だという状況は一寸たりとも変わっていないのではないでしょうかと述べたところ、竹島は、歴史的事実に減らしても国際法上も明白に日本の固有の領土であるという見解に変わりはないと答弁したということでございます。まあただね、さすがに竹島の日の行事に政府が派遣する代表の格を上げるとか、そういったですねトーンアップした発言は控えるように、まあ私からは言わせないでおきますみたいな、回答に濁したらしいですけれどももう加減にせえよほんとこの人はやっぱり首相にしていることがですね、日本の危機じゃないかと私は思います。ありとあらゆる諸外国に対して喧嘩を売りかねないので、はい。やっぱり維新に参政党との連立模索してるんだ。いやー最悪だないやほんとわざとやってんじゃないかって気がしますし、高市さんをねに質問してる側もわざとやってんじゃないのって気がしますよね。今回岡田さんじゃなくて自民党の議員ですからね。はい。味方を次々と消していくわざわざトラブルを煽るな。全方位放火外交。トラブルを起こすためになぜか支持率が上がる。いや、それほんと味を占めてる感あって怖いですよね。だから、その反韓国の人たちがまた盛り上がるんでしょ。国内の高橋しか見てないんじゃないでしょうか。高市支持者は泣いて喜んでるんでしょうね。竹島についての個人的意見を述べていたら、竹島の領有権は韓国に挙げて漁業権は共有っていう形にできる。いや、一番それがまともな見解だと思いますよね。糸満の件も合わせて全方位に喧嘩売ってますよね。いや、いい加減にしてほしいですよ。まあ、竹島はですね、日本の一貫した立場として歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本固有の領土ですと外務省などは、などと主張しておりという感じなんですけれども、まあ、韓国と、まあ、これね、専門というか詳しい方にはね、釈迦に説法になっちゃうと思うんで、手短に言うんですけれども、韓国との領土争いがある、岩礁になっております。まあ漁業権のね、関係とかで、まあ、争いがあるんですけれども、1952年に韓国が離礁板ラインというのを設定して、まあ独島と向こうの言い方では言いますけれども、こちらをその内側に含めており、警備隊を常駐させるなど実効支配を行っております。まあ普通にこれ韓国の領土だよね無人島ですよ。無人島で韓国の警備員がいるんですよ。はい。で、一応これちょっと非常に難しい文章なので興味ある人は読んでほしいんですけど、オックスフォード国際法、大学の、研究によりますと、
領土紛争において実効支配っていうのはやっぱり強いんだということが書かれてます。法的権限の有無に基づいて、実効支配の法的価値は評価される。ある領土に対する主権的権限が存在しない場合、または他の手段によってその権限を確定できない場合は、実効支配は領土的権限を喪失する可能性があると。これ非常にちょっと論文なんで難しい書き方で書いてあるので、興味ある方はね読んでほしいんですけど、要はね、竹島のように曖昧で法的な位置が曖昧で、日本の領土か韓国の領土か法律上もはっきりしていないというところに関しては、実効支配をどっちかがやってるかが居住権と同じですよね。実際住んでたりする方が強いという考えになるようです。なので竹島は韓国の領土ですよね、そう考えると。日本の側はね、ただ ICJ とかに訴えるという最後の手段も残されているので、そうなると日本の法的立場とのその評価っていうのは ICJ は本当に公平に評価するので、どうするか分かりません。イスラエルでさえちゃんとジェノサイドと評価してくれたので、 ICJ はもしかしたら日本にも配慮した判決にするかもしれないんですけど、そうでもしない限りは、なかなかですね竹島は日本の領土みたいなことを言うのはですね、デタラメに近いだろうと思います。はい。ということでですね。いやー、でも日の丸旭日旗振られまくりそうで怖いですよね、本当にね。高市支持者の人、本当何するか分かんないとこが怖いんだよな。国際関係って曖昧にしておく作戦取ること多いと思いますが、高市さんってでも曖昧さが無理な人なんですかね。そういう性格の人はいますけど、100ゼロ思考ですよね。なんか台湾はこうするね、竹島はこうするみたいなこと決めずにいられないのかなと思いますけどね。政治家向いてないよ本当に。日本共産党さんはね、確か市党も含めて全部日本の領土という主張だったと思います。はい。ただね、残念ながら確かに法律の面では争いがあるんですよ。だから裁判所に行ったらどっちが勝つか分かんないんだけど、裁判所に行ったらどっち勝つか分かんないんですけど、その上で言うと、実効支配してる方が強いっていう観念から言うと韓国の領土ですよねそれはね、アドがあるでしょう。自分で支配してんだから。そうですね。イスラエルみたいに実効支配っていうのを悪用して、自分たちが実効支配してるからね、ここはね俺たちの領土だみたいなことを言ってくるやつらがいるんで、そこに関しては法律の面が非常に重要になってきます。入植者のね勝手に支配してる地域に関してはいかなる法律でもね認められてないし、そもそもイスラエル自体のね法的正当性がもう曖昧だということで言われていますので、だからイスラエルはやっぱり法律の争いにしたくないわけですよね。はい。裁判所行ったら納得するしかないですね。そうですね。だから日本の側としてもね、多分決着つけたくないんじゃないかと本当は思いますけどね。はい。もちろん韓国側は拒否してるんですが、石破が韓国の侵攻をせっかく深めたので、また台無しにする気なんですかね。勘弁してほしいですよね、本当に。国旗損壊罪がうんぬんと言われてるので、制定される前に日の丸焼いとこうと思いますわ。竹島は韓国と日本で半分こしようという主張は間違ってなかったですね。いや、リューチェルさん大体正しいこと言ってたからな。はい。そして高市早苗さんは先ほどから私にですねデマゴーグ呼ばわりされているのですがね、それは誹謗中傷であるというような声明を出されました。はい。一部ネットニュースで高校生扶養控除の縮減が決定されたかのように報じられているそうです。子育て支援については政府与党として子ども未来戦略に基づき児童手当の拡充などを推進しつつ、今後の経済対策補正予算においても物価高の影響を強く受ける子育て世代に子ども1人当たり2万円の給付、という民主党のような政策を実施するなど全力で取り組んでまいります。他方、来年度税制改正に向けては与党の税制調査会において一昨年に、児童手当の拡充が決定されて以降の検討事項となっているため、高校生扶養控除に関する議論が行われていますが、私が縮減に関する指示を出したということもありませんし、与党税制調査会で本件について決定した事項もありませんと。いうことでですね、高校生扶養控除の縮減をするみたいな検討するみたいな報道が出されて、これをですねデマだとフェイクニュースだと私を誹謗中傷するなという、ツイートにですね14万いいねぐらいがついているんですけれどもこれに関してですねびっくりすることに国民民主党の伊藤孝恵さんが追及しました。
子育て世代と呼ばれる人たちはせっかく給料が増えても所得税率がそれ以上の比率で上がって実質所得が減少するブラケットクリープや、各種手当の所得制限に引っかかっており、取るもの取られもらうものももらえない中間層クライシス状態に陥っていますと、それはね、国民玉木さんにも言った方がいいんじゃないかと思うんですが、手取り増えなかったですよね。はい。言うにこと書き扶養控除まで奪うのは許しませんと、総理は6日、SNS に縮減を指示してない与党税調で決定した事案もないと投稿されましたが、税調に撤回を指示してくださいよと、あなたが撤回するって言えばいいでしょうと、全く至極真っ当なことを言ったんですけど、高市さんは結果的にですね、そうした経緯等をよく踏まえる必要があると思っていますし、現在与党税制調査会でご議論されているものと存じます。高市内閣でもそうした取り組みは進めてまいりたいと思いますと、要するに回答しなかったわけですね。扶養控除は維持拡大の上、年少扶養控除を復活するのが時代の要請だと言われているのだが、総理の見解はどうか。子育て世帯はせっかく給料が増えても、所得税率がそれ以上の時代で下がるので、もうダメですと、やってられませんと、いい加減にしてくださいというようなことを、確かに国民民主党はね、こういう主張をしている人たちが多いので、伊藤さんの言うことは真っ当だと思いますし、高市は結局撤回できないんですねという話でしかないですよね。だからなんかね、その減税したいみたいな人たちから持ち上げられてますけど、実質やってるの増税の話ばっかりですよね。軍拡増税もするというふうに言ってますけれども加減にせよと思うんですけどね。私は減税派じゃないけど、はい。いやほんとね、中間的に回してこの状態だったらね、誰も支持しなくなる気がするんですけどね、その政策的なところがバレたら。法律の争いで竹島やられると国際裁判では中国に尖閣取られそうですね。その危険性もあるのか。なるほど。高市総理の回答、16歳未満の年少扶養控除は高所得者に有利だから楽したという経緯があります。高校生の扶養控除は縮減の指示は出してませんが、検討事項などで議論してますと。完全なるゼロ回答すぎて、これはどうしようもありませんね。物価高対策も少子化対策もそもそも興味がないんでしょうというですね。国民民主党のこれアイコンにしてる人にそこまで言われたらおしまいですよね。党員らしいですけど。はい。なんかね、国民民主の人たちにさえ出てここまで言われつつあるっていうのはですね、支持率が一気に下落するフラグだったら嬉しいなという感じなんですけど、はい。なんか政策のやっぱりこういう実態がバレ始めたらですね、どんどんメッキが剥がれてって支持率が急減していくのではないかという、ところに期待をしたいなと思います。はい。極右の支持率なんか上げても、じゃあ文句ないからあなたたちへの社会保障を削りますわ、差別で満足しててねって言われるだけは、実際やられてるのとその通りですよね。だから中国、韓国を挑発して、浮き足立ってる人に対して、そういうね、こういうその容赦のない増税政策みたいなことをやられているわけですから、アメとムチ政策でさえないっていう感じですよね。はい。ということでですね、ちょっとお水飲ませてください。木原ねおさん、お久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。皮肉ですよね、こうなっちゃうのね。国民民も代表2人のメッキが上げられたので、議員が生き生きしてる。確かに。伊藤さんみたいな人は本当は立憲来てほしいんだけどな。いいでしょう。国民民がもうちょっとリベラルな政党になってくれれば嬉しいんですが、あまり期待はしてません。はい。それで最後に、皆さんお待ちかねというか、クラウドワークスの話をしたいと思います。検中動画の制作依頼を非公開に仲介サイト差別つながる懸念ということで、この朝日の記事が大変話題になっております。1本1500円から2500円 YouTube 感動系検中系台本作成の仕事。
中国批判系、県中系を謳う動画の制作を依頼する募集が仕事仲介大手クラウドワークス東京のウェブサイト上に掲載され、同社が3日仕事依頼を非公開にするという措置を取りました。同社によるとガイドラインで禁止する事実誤認や印象操作が行われる恐れがある依頼、被差別や誹謗中傷につながる依頼などに該当する可能性が高いと判断したという。クラウドワークスは企業や個人がインターネットを介して登録会員に業務を委託できるサービスを提供しているということで、昨年の11月から今年の11月にかけて中国の批判、県中などを謳うですね、日本称賛系などのコンテンツを AI 画像を使ってですね、大量に制作して中国の迷惑行為、モラルの欠如、その後自業自得の結末となったり天罰が下ったりするフィクション動画を生産していたということが明らかになりました。まあ、クラウドワークスは潰れた方がいいと思います。はい。いやー、ちょっと邪悪すぎますよね。やっぱりああいう動画って金を目当てに作ってたんだなというですね。まあ実際あれで金儲けができてしまうことシステム自体がおかしいし、YouTube もおかしいですよ。聞いてますか YouTube さん。はい。こんな動画に広告つけるのおかしいからね。あなた方の判断がおかしいんですよ。中国人の迷惑行為のフィクションで書くような動画を収益化していいわけねえだろっていう話ですよね。まあ、こういう差別、ヘイト動画によって金儲けをしている連中がいたと。それでクラウドワークスは何の対処も取らずに放置していたが、まあ、ネットで大騒ぎされたので慌てて消したというような、事件になっております。まあ最低だなと思いますし、まあクラウドワークスはやっぱりでこういうなんかそもそもなんか動画作成みたいな依頼を受けるのやめた方がいいんじゃないかと思います。はい。国民民主は玉木と新馬をパージしてまともな人が代表になればいいなまあそうだったらね、今までの支持者いなくなっちゃうかもしれないですけどね。いやほんと差別を金にすんのやめろよっていう話ですよね。IBS さんここからです。来ていただいてありがとうございます。クラウドワークスはそうですね、兵庫の件でも暗躍してましたけれども、ここでも出てくると思わなかったですね。あの時ね、政治的な動画作るのやめますみたいなこと言ってたの何だったんでしょうね。本当になんか全く懲りてないですよね。はい。ガラスマラジオから広告ハグ YouTube くんの LINE がむちゃくちゃだよっていう。まあ私がね、確かにその昔の戦争犯罪のこととかガンガン言いまくるのが悪いんでしょうけども左翼系動画もわかんないですからね、本当にね。日本の自称愛国者では到底できない竹島移住をやってきた韓国愛国者の勝ちですって移住した人もいるんだ。クラウドワークスはプラットフォームにしての責任もあるし YouTube にもありますね。クラウドワークスに財務省解体デモの動画案件もあったという。本当にお金がないので悪魔に魂を売ればいいのではという誘惑に駆られそうになります。今のところあまだ魂も売ってないのですがということで、それはね、自分を大事にされてください。だからね、やっぱりみんな貧乏になってるからね、こういう私も貧しいけどなかなかね YouTube がね、皆さんのおかげで支えられてますけれども、広告収入が全然ないのでね、表は電通、裏はクラウドワークスっていうね。でもこういうやつらが金儲けしてるの本当イライラしますよね。ね、結局差別とデマガの方が金になるのかよという話でしかないし、まあこれに対して怒りが集中するのは当然のことだと思います。そう、フェミニスト叩きの動画の募集とかもあったんですよね。はい。でクラウドワークスに自民党議員のホームページの構築管理運用をしている人がいるぞということで、自民党議員のホームページの構築管理運用を行っています、私も依頼してます、よろしくお願いしますみたいな人まで、募集をかけていたそうですもう自民党御用達サイトになっているのではないかという疑惑がありまして、まあ当然ね、皆さんがやっぱり想起するの脱皮だと思うんですよね。脱皮の時もそうでしたが、こんなのに政府が支出しているのにマスコミは一切報じようとしていないのではないですかって、これは世論操作ではないですかと、言ってる方が結構いらっしゃるんですけど、ただね、この方申し訳ないけど 100% 善意で言ってるんだと思いますけど、ここまで言ったら陰謀説だと思います。はい。ということで、電脳チリアクタさんなんですけど、クラウドワークスの動画作成依頼をネット工作として扱うことは現状では難しいということですね。はい。なのでちょっと自戒を込めてもなんですけど、クラウドワークスに怒りを覚えるのは当然のことだと思います。極悪非道なので、ただそれはそれとして、今回の朝日新聞のね、記事をきっかけに、まあこういうね、ひどい動画を作りまくっていたクラウドワークスさんに対する非難が集中してます。当然ながら、道義的非難が集中して当然ですよ。これヘイトスピーチですからね。
ね。ヘイトスピーチ動画を作らせていたこと自体とんでもない話ですし、兵庫県知事選のね、前科があるにもかかわらず何の反省もしていなかったということで、当然社会的非難に値すると思いますし、それを非難している人たちは全く真っ当だと思います。ただ、今ですね、やっぱり脱 P2 なのではないかとか、官邸が高市さんの持ち上げる動画を作るために、直接こういうのを依頼してるんじゃないかというような話がたくさん出ているんですけれども、今のところそれは全く根拠がないですね。はい。その結果としてリンクはして後悔は私下書きで見れなくなったが、それを縮小をもとにして自民党を用いて高市支持者のネット工作の証拠かのような反応がいくつも見られたが、このようなねネトウヨの人たちは逆に逆手にとってですね、高市さん応援バイトがあるのか当該 URL を開いてみたら下書き状態のままじゃないですか、左翼の皆さん自作自演はやめてくださいみたいな、煽りをしてる。なんかこれ左のちょっと少女漫画版スルメロックって言われてる漫画家の人なんですけどそういう感じでですね、論争になってるんですけど、正直どっちも陰謀説だと思います。で、投稿への反応を見る限りは、そういった自民党公式が、クラウドワークスに関わっていたという今のところ証拠はないです。正直ね、朝日新聞とか本当にちゃんと追及してほしいと思うんですけど、疑わしいことは疑わしいので、で高市さんを応援する同一テキストを集めた画像とかもね、以前バズったので皆さんにお見せしたこともあるんですけど、これもねあくまで冗談というか、やらせじゃなくてね、こういうその高市さんがねネット工作をして、ネット工作というかね、こういうボットをですねできるようにしたんですよ。一時期ウェブサイトから高市さんを応援しますみたいな、ボタンをクリックするとこういう画像がね出力できるようになってたんですよ。だからそれも工作行為だろうといえば工作行為なんですけど、だからといってネトウヨバイトみたいな人たちが大量にいたかというとそういう話ではなく、高市さんを純粋に応援したいネット右翼の人たちが善意でやっていたという話ですね。はい。なので残念ながら高市さんってそういう人たちにガチで人気があるので、工作員のようなね反応が大量に確かに私のツイートとかにも集まってくるんですけど、それは残念ながらですね、金で雇われていた人たちではなくガチの高市支持者ではないかという疑いがあります。はい。続報があればね、というかジャーナリストの人たちが調査してくれればまたもちろんですね別の結果が出るかもしれないですけど、今のところは証拠はないということですね。はい。TTA さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そもそも竹島の周囲の領海資源の取り扱いについてはもう話し合いで解決してますよねっていうですね。だからね、今更竹島がなんか自国の領土みたいなことを言い出すと思いませんでしたよね。なんか10年ぐらい前に流行した主張ですよね。はい。僕がもし倫理観カスの人間だったらクラウドワークスの動画作ってたかもしれないですね。でも背に腹は変えられないっていう立場の人もやってるんでしょうね。そう。もちろんね、そう、サムネイルね、そう、サムネイルしかも AI 画像ですからね、完全にもう邪悪そのものみたいな動画ですよね。本当見てないけど、どんだけ邪悪なんだと。実際スライドショーみたいなね、粗悪な動画らしいんですけれども、こういったものでね、稼げてしまうこと自体がおかしいとは思いますよ。ただこういう倫理観最低の案件をクラウドワークスがやっていたということ自体と、高市さんのネット工作っていうのはリンクしないっていうことですね。そう。チャンネル名は違うのにサムネ画像のデザインは同一。多分テンプレに従ってるだけなんでしょうね。はい。そう。だからね、さすがに今の段階では政府関係者とつながってるという証拠は一切ないので、脱皮2だというような決めつけは禁物だと思うし、結局ね、陰謀論でやってもね、先ほどのネトウヨの人たちの煽りじゃないですけど、陰謀論で返されるだけなので、やめた方がいいと思います。あくまで真実と事実に基づいて主張すべきだと思います。はい。自作自演はできないと思いますけどね。はい。そう、ネット工作とかじゃなくて、そういうお金儲けをするためにこういうことやってるだけなんですよね。ガチの高い支持者が作っている動画や SNS の書き込みももちろん相当ありそうですよね。はい。工作であろうとなかろうと、そう、ヘイトスピーチは絶対ダメなんですよ。だからそこの倫理観ですよね。を守るべきだと私は思うので、はい。やっぱりそこに注目してほしいですよね。こんな動画許されるわけないじゃないですか。中国へのヘイトスピーチでしょ。
フリーランスの動画制作者はインボイスもあるだろうし、携わる可能性は大いにありますよね。まあ結局そうなるとやっぱり自民党政権がね、全てを作ってると言えるかもしれないですけどね。そういう、インボイスの影響とかまでの範囲に見たらですね。小林義則のブログに歴史教科書を読んで日本が中国を侵略したことぐらい知っとけとか書いてる。いや、小林のでもそのムーブ嫌ですよね。なんか、いろんな人結構、触れてましたけど、やっぱりネット運用の創造主みたいな人じゃないですか。で今更ネット右翼批判みたいなのに持ち出されてもなという。まあなんかね、体調が悪いと言われてて、なんか余命がいくばくもないんだわしはみたいなことも言ってましたから、まあ考え直したこと自体はいいのかもしれないですけどね。いくらネットで憎悪は煽られたからって装置つけられて素でスーパーマンみたいなことできる高市ファンはすごい。まああれは非常に嫌な風刺でしたね。クラウドワークスの社長ってそう支持報酬をもらってましたからね。だからそこで余計にやっぱりね政府とつながってるじゃないかみたいな話が盛り上がっちゃったんですよ。でも実際そうではないんで、はい、そこはねやっぱり分けて考えなきゃいけないとは思います。はい。そう一人で300アカウント使ってね、そう応援してたって自称してたね、ネット右翼の人いましたからね、それやられたらもう工作員ですよね、こっちから見たら。金もらってやってんのか善意でやってるのかもう分かんないじゃないですか。で、政治系動画の配信はもはや収益物件として扱われていて、誰もが好き勝手にやったり外注を作ったりして、アカウント自体の売買も普通に行われている。政権与党が何やってるかなんてどうでもいいレベルで無数の人間が自発的に金稼ぎのためにやっているのだということで、まあ普段保守的な意見の多い堀さんですけれども、全くおっしゃる通りかと思います。国際政治問題の YouTube 額、充当希望額550万円。おー、すげーって、こんなお金もらえるんだったら私もっていう冗談ですが、私のチャンネルはねこんな値段で絶対売れないと思いますよね。どれぐらい登録者いればこんな値段で売れるんですかね。ネタ切れ知らず独身税ゼロ引き継ぎ楽々21万円で売りますみたいなですね、175万円の値段がついてんのかな。だからまあこういう人たちはね、さっきみたいなヘイト動画を大量に売りさばいてはそうやって登録者数を稼いで高く売りさばくっていうことを繰り返してる人たちなんで、まあ業者さんと言っても過言ではないと思いますけれども、特定の政党を支持してるわけではないということですね、必ずしも。まあ斉藤元彦の応援動画を作ってた人が報道特集さんがインタビューしてましたけど、まあ完全に金目当てでやってて、別に斉藤がどうだろうがどうでもいいみたいなねこと言ってて、すごいムカついた記憶があるんですけど、だから倫理観が全くないだけで別に何かの政党を支持してやってるわけじゃないんですよ。信念のない人たちだから。まあそれがね、まあ倫理観を書き捨てて金儲けをすることが是とする社会がやっぱおかしいのかなとは思います。はい。一番割のいい詐欺で金を稼ぐ方法。そうですね。まあ一種の特殊詐欺ですよね、こういうのってね。だからネットデマ動画、ヘイト動画みたいなのを作ってお金儲けをするっていうこと、やり方ですからね。金稼ぎ手段としてヘイトが市民権を出てるの嫌すぎ。だから法律で規制しなきゃダメなんですよね。はい。クラウドワークスの話はセアロガイおじさんの動画が役に立つ。陰謀論に傾きそうな人は落ち着いてほしいということで、セアロガイさんまとめてくださってたんだ。ごめんなさいね。ちょっとネタかぶりしてたが、言ってることかぶってたかもしれないですけど、ごめんなさい。ありがとうございます。そう。ネタ切れ知らずの文字の打ち気味悪さということでですね、いやー、やっぱヘイトとかやってんのかなーって思っちゃいますよね。ある意味一番無機質なのがやっぱ怖いですよね。はい。そうだからね、これだけ稼げるんだったらやっぱり悪魔に魂を売ってしまう人っていうのもね、中にはいるのかもしれないですよね。はい。まあ私はね、さすがにというかそもそも売れねえしっていうねはい、ことなので皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、高市デマ政権のファクトチェックということで、やってまいりました。どうでしたでしょうか。まあいろいろなヘイトデマとかがね飛び交ってる状況なんで、まあたまにこういう配信もいいかなと思ってやってみました。はい。なので、最後はですねまとめとして、真実がですねどのように勝利するかっていうところを話して終わりにしようと思います。キャミさんおやすみなさい。それでも日本人は戦争を選んだを読みましょうね。はい、ありがとうございます。いや、ほんとね、ある意味、ダッピより悪質ですよね。完全に金目当てでやってるっていうところがね、信念がないっていうのがね、はい。
唐沢さんのチャンネルは唐沢さんだから価値があります。ありがとうございます。そう言っていただけると大変嬉しいです。はい。ということでですね。なのでですね、こういった嘘の勢力に対して、どのような真実が立ち向かっていけるかということをちょっとお話ししていきたいと思います。We're here today because we're fighting against the military service and against war. We as a youth don't want to die in wars because of Germany. They're saying it's voluntary, but they also announced that if there aren't enough volunteers, which there will be not, they will go back to the mandatory service. So that's why we're protesting now instead of when it's too late. I personally do not think that military is an answer to anything. War is like always the worst thing you could even do. I believe it's very important that we, the young people, can stand up for our interests and tell the old people that have all the powers to decide about a lot of things, that we still exist. We are the future of this nation. We are the future of the world entirely. I don't want to be part of this war machine, so I'm definitely protesting that we will not be forcefully included into the army. We're here today because we're fighting against the... はい、レインボーフラッグも見えますが、メルツの下でですね、どんどんシオニズム化、極右化の進んでいると言われているドイツなんですが、若者たちがついに抗議し始めました。手遅れになる前に戦争は最悪の選択だということで、兵役導入にドイツの学生たちが抗議と。ドイツ連邦議会が5日323対272で志願制の兵役導入を可決してしまいました。ロシアによるウクライナの侵攻を受けて防衛力を強化する取り組みだと言っているんですけれども、明らかにメルツが右翼なんで、やつの政策ですよね。欧州最強の通常戦力軍隊の創設を目指すなどと、自称しているそうなんですけれども、勝手に言っとけよっていうかお前がやれやっていう感じなんですが、ドイツの若者の多くがですね、新しい法律に反対したいということでこのように集まったそうです。だからウクライナへの全面侵攻を受けてって言ったら聞こえはいいかもしれないですけど、ドイツにロシアが攻め込んでくる確率ってどれぐらいあるんですかね、ほぼ 0% に等しいんじゃないですか。だから確かに増税したりとか、NATO へのね、支出を増やすとかっていうね、ことは必要なのかもしれない。私は全ての軍事に反対している左翼ではないので、それはね、100歩譲って分からなくもないけれども、明らかに兵役を出すみたいなのはね、ドイツの世論をコントロールするためですよね。抗議するのは当然だと思います。だし、そういったね、政府の嘘を、相変わらずずっとドイツはイスラエルに協力し続けてますが、こういった政府のね、あからさまな嘘に対して、徴兵制をそんな目的、平和のためにやってるなんて嘘だろっていうね、当たり前ですよね。戦争準備ですから。戦争準備をするなということを抗議していくっていうのは大事なことじゃないかなと思います。はい。いや、ほんとね、ドイツの学生たちに続きたいですね、我々も。ね、流通の英語で話してるのがね、でもね、日本の人たちだとやっぱ私も含めて難しいよな。やっぱすごいよな。こういうデモにこれだけの人数集めるの羨ましいですしね、やっぱり教育がね、いいんでしょうね。そう、SPD も兵役導入に賛成したりしてました。ドイツ終わってますよね、マジで。本当に。立憲民主党かって、いや、ごめん。ちょっと言い過ぎたかもしれないけど。正直、リベラル政党がこういう政策に賛成するのどうなんだと思いますよね。イスラエルの件で散々思ったんで、もうなんか失望しきって、ドイツの株が下がりまくってるんで、あまり驚きもないのですけれども、はい。相変わらずね、パレスチナ連帯運動家の人逮捕しながらこういうことやってますからね。ただの右翼国家になっちゃいましたよね。いや、日本も会見したらすぐこうなると思いますよ。ドイツよりもね、素地は右ですからね。はい。そう、ドイツまでロシアが侵攻できるような状況になっちゃったらね、もう第二次世界大戦もね、佳境みたい、第三次世界大戦も佳境みたいな状況になってると思いますから、ウクライナも滅んでるだろうし、ね、めちゃめちゃですよね。そんな状況にならないじゃないですか。だからウクライナを支援することを考えるのは賛成ですけれども、それは平和的手段にあくまでよるべきものであって、ドイツの人たちに期待してるのはそんなことじゃないっつう話ですよね。お金を出せよっていう話なんですよ。いや、ほんとね、ドイツの兵隊なのにイスラエルに連れてかれそうですよね。
韓国の兵役もなくなるべきですよね。はい。だからね、そうやって戦争準備みたいなことをしてるうちに偶発的な戦争に巻き込まれていくっていう可能性の方がね、ずっと高いっていうことをね、やっぱりみんな知るべきじゃないかと思いますし、まあ現在進行形でやっぱり戦争をやってるね、イスラエルとかロシアみたいな政府にね、反対することの方が大事じゃないかなと思います。はい。そしてまあ日本でもですね、デマに運動で勝った人がいるのでちょっとお話したいんですが、今女性人権センターの建設プロジェクトっていうのをコラボ代表の二藤夢乃さんがやっておられます。はい。まあこれね、知ってる人はまあみんなもう知ってると思うので、一応寄付などができるのでね、ご紹介しておきたいんですが、政策種と女性差別に抗う日本の拠点を建設するということで、まあ、散々暇空あかねさんなのですね、アンチフェミニストのデマ、誹謗中傷等を受けてきたコラボさんなんですけど、なんとですね、10億円かけて歌舞伎町にこういうね、反政策種センターを作るというなんかめちゃめちゃなプロジェクトを出しました。女性人権センターを作るって、まあ、いくらなんでもぶっ飛びすぎではとちょっと思ってびっくりしたんですけど、2030年の完成を目指して10億円建設費用を集める計画だそうです。はい。なんですけど、まあ、驚くべきことにですね、まだ開始して早々でもう2200万円集まってるんですよ。すげえな、おいっていう。まあですね、やっぱり出せる人は出せるのかなというこの状況でもですね、思うんですが、まあ余裕のある方はね、ぜひご参加してみてください。ただね、暇空あかね坊さんは自称2億円私はその個人寄付を集めたというふうに言っていますので、まあこの10倍集まればですね、暇空さんをね、寄付の面でも超えるということになるので、まあ最低限でもそれは目指していただきたいなと思います。まあちょっと10億はね、なかなか大変だと思いますけどね。で、暇空あかね氏に計2億円半端した支持者は実在するのかということで、ただね、まあ、犬飼さんのニュースレター、これ全部読めない、有料なんで読めないんですけど、一応紹介しておきたいんですけど、まあ、ジャーナリストの犬飼さんの調査によると、ぶっちゃけその暇空あかねさんが2億って言ってるのは吹いてるだろうという、ことが結論として書かれております。さすがに個人で、いくらアンチフェミニストでそうやってね、ネットで大人気だったからといって、まあ、登録者数、まあ今18万ぐらいに下がったはずですけど、20万人ぐらいピークの時いたんですけど、20万人の YouTuber が個人で寄付を2億円集めるってちょっと非現実的な数字じゃないですか。ね、いくら訴訟カンパ費用だっつったって、まあ集められる金額には限度があるだろうと思うので、で、2億円っていうのはあくまで暇空あかねさんが自称している金額であって全くその法的根拠とか、実際に彼の明細がね、公開されたわけではございませんので、まあおそらく相当金額を付加しているのではないかというふうに犬飼さんは分析されておられます。まあ興味ある人は読んでみてください。そうですね。だから暇空さんに勝つには、まあ5000万円ぐらい集めれば実際暇空さんに勝ったことになるんじゃないかっていうことで分析されてます。はい。そうですね。まあ二藤さんのその思想的にいろいろ相入れないというところは私も正直あるんですけれども、まあただね、この歌舞伎町でこういうことやってるの彼女だけですからね。だしまあ誹謗中傷被害に関してはね、一方的に被害者なので、まあそこについての回復は図られるべきだとは思いますね。はい。まあ無理でしょう。次からの課税がやばそうですしね。はい。無理ですよね。2億円なんて集めてどうやって税金払うんだって話になりますからね。暇空支持者にはレチあの人のこと支持してましたよねってこすることにしてますね。いや正直だから私先日も謝罪ノート出しておいてこんなこと言うのはあれですけど、暇空あかねさん支持してた人謝った方がいいと思いますよ。謝るべきですよ。まあ明らかに間違った主張をしていたんだから陰謀論に引っかかってたわけじゃないですか。ね、今からでもいいから二藤さんに謝罪すべきだと思いますよ。まあなかなかできない気持ちはわからなくもないけど、でもやっぱりね、謝罪しないでしれっと逃げてる人は卑怯だと思いますよね。はい。まあ暇空からの賠償金がそうですね、資金になると思うと嬉しいところではありますね。はい。暇空裁判で100戦100敗だからこのまま刑事罰にしたいですね。懲罰的損害賠償日本の民事裁判でも導入されたら暇空から絞れ取れそうなんですけどね。だから法律をちゃんと整備するか、懲罰的損害賠償にアメリカみたいに何億円も取れるようにするからどっちかですよね。どっちかにしないとやっぱ法律が今
誹謗中傷への歯止めとして機能してないので、どちらかにするしかないんじゃないかなと思いますが、私としてはね、法的に規制をかけた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、今、高市政権なんでね、なんか先にスパイ防止法を制定しろみたいなことを言い出すじゃないですか。それも困りますよね。言論の自由を守れないのは、それはそれで困りますので、社会からの攻撃と妨害に屈しないためにはですね、支援を募るということも大事じゃないかなと思います。玉木雄一郎はなぜ日和空に謝罪したのかね。あれこそ宇宙一いらない謝罪でしたよね。なんで謝ったんだよっていう話っすよね。本当に。っていうか、玉木をさ、ちゃんと二頭さんに謝罪しろよっていう話ですよ。はい。ということでですね、ちょっと、他の話をしますが、コラボの排除の指定が代わりに入れた団体が性犯罪を起こしてますから、あれはもうね、絶対なくすしかないですよね。何がね、寄り添いだよっていう話でしかないので、はい。ちゅうことでですね、他にもですね、真実を追い求めて勝った事実上、勝利した方々がいらっしゃいますので紹介しますが、クルド人差別投稿和解フリー記者誤解させたということで、この人はフリー記者でもないと思うんですけど、SNS での差別的投稿で名誉を傷つけられたとして埼玉県や東京都のクルド人らがフリージャーナリスト自称の石井孝明氏に車両など計500万円を求めた訴訟が8日までに東京地裁で和解が成立しました。自称ジャーナリストの石井孝明氏が投稿によって誤解が生じたと認め、謝罪したということで、石井孝明さんが、クルド人の人たちに謝罪したということです。はい。当たり前の話ですけれども、ただね、誤解が生じたことは私の方位ではなく遺憾だとか、なんか言論活動に違法行為がだったものではないとか、相変わらず言っている上に、嫌がらせ訴状が和解によって終わりましたし、事実上私に損害はございません。訴訟費用も支払いました。ありがとうございます。みたいなこと言ってんですよ。で、私を訴えてきたこのクルド人の人たちは、入管に上申書を書いて政治家に陳情し、強制送還に持ち込もうと思いますと言っているので、全くこれ反省してないですよね。はい。だからですね、申し訳ないけど、この人とは和解すべきじゃなかったんじゃないかなという気はいたします。なかなかやっぱり500万円を取るというのはね、難しかったのかもしれないですし、勝利できないってなると、それはそれでね、大変な問題になっちゃうので、和解したのかもしれないですけど、ただね、やっぱり本当はね、刑事罰を与えるべきじゃないかと思う人なので、はい。なかなかね、道が険しいとは思うんですけれども、本当だったら、上告してでもですね、刑事罰の方でなんとか持ってかないと、おそらくね、いる限り、日本社会にいる限りずっとこの人これ繰り返すと思うんですよね。今までの裁判でも全部負けてたりするんですけど、絶対に、態度を変えないっていう、ある意味無敵の人なので、はい。だからね、という感じではあるんですけれども、とりあえず謝罪したというのは一つの勝利ではあったとは思います。ただですね、石井さんの言論を止めることはね、今のところできていないので、やっぱり法整備をしてですね、ヘイトスピーチをやめさせた方が私は早いのではないかなとも思いますね。はい。いや、本当にひどいですね。で、記事のタイトルにね、やっぱりね、クルド人差別投稿をした石井孝明って書いておくべきですよね、これもね。フリー記者じゃないですからね、この人。で、誤解じゃないですからね。ただの恋ですからね。いやー、そう。だから石井孝之さんがね、結局何の反省をしてないので、結局、高い訴訟費用を使って和解しても、あまり効果がなかったのではないかなという気がしますよね。どういう戦術で和解になったのかちょっとわからないのですけれども、謝って終わりでは済まされないことをやってますからね。いや、本当こういうふわっとした表現でなしに見出しに氏名を表記してほしいですよね。石井孝明さんの謝罪なんて一つも信用ならんし、クルドヘイトもなくなってないですからね。はい。だからですね、やっぱり先ほども言いましたけど、法律とか今の社会制度の限界を感じますよね。高額賠償金を取ることができない。高額賠償金を取ることができないと歯止めにならないっていうことで、だから、本来は刑事罰を与えるか、ヘイトスピーチに対する規制を行わないと、やっぱり止めることが難しいっていうことですよね。一刻も早く差別禁止法の法制化を実現しないとどうしようもないかもしれないですよね。
そうですね。法律がやっぱり SNS とね、今のこの社会状況に全く追いついてないっていうのが、非常に問題かなというふうに思います。はい。まあ、ただね、実際謝罪したというですね、謝罪したというこの事実は大きいと思いますし、私がやっているツイートは誤解であったというふうに、まあ本人が認めていますので、今後こういう投稿をしたらですね、あなた謝罪したでしょって、謝罪したのは何だったんですかということは言い続けるべきじゃないかなと思います。はい。ということで、最後になんですけど、先日ちょっと先日というか、昨日地震があったので、ちょっとそれにも絡んで、これ最後に取り上げたいんですけれども、先日12月7日は、1944年、昭和東南海地震が発生し、多くの犠牲があった日ですと。その中には朝鮮半島から学校に行けると騙されて戦闘機の生産に従事させられた人もいます。その犠牲は災害の犠牲であり、戦争の犠牲でもありました。悲しみを繰り返さぬよう、ここに真実を刻むという願いが込められていますと。名古屋三菱朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会、悲しみを繰り返せぬようここに真実を刻むと。私も12月7日がそういう日だということを不勉強にしてね、全然知らなかったのですけれども、昭和東南海地震があった日だったんですね。で、これは恐ろしいことに、当時大地震だったんですけども、戦時下の戦局が緊迫した時期に発生した地震であったこともあり、被害に関する情報が人々に動揺を与えるということから、規制されたそうです。で、当時日本は、太平洋戦争の最中で軍需工場の被害状況などの情報が連合軍に漏れることを恐れた軍部は情報統制を行ったと、いうことでですね、昭和天皇の肖像写真などを掲げてごまかしたということでございます。ただ被害は深刻でして、当時ですね、軍需工場が多大な被害を受けて、その中には犠牲になった、朝鮮出身の方々も多くいらっしゃったということです。で先ほどの、件が説明されてるんですけれども、当時朝鮮の子供たちは日本良い国、清い国、世界に一つの神の国、天皇陛下は神様だと、これ全部嘘ですよね。嘘ばっかり教えられて、それを信じさせられていたと。挺身隊として日本に行けば工場で働きながら女学校に通える、お金もたくさん稼げると校長先生から言われ、親たちの反対を押し切って志願してきた人たちでしたと。女学校にいて勉強したかったのですと。ただ残念ながら彼女たちの一部は故郷に帰ることができなかったのですね。東南海地震マグニチュード8が東海地方を襲い、軍用機を生産していた三菱重工、三菱重工はね、最近も兵器輸出とかに絡んでますよね。だから全く反省してないですよね、この人たちって思うんですが、製作所のですね、名古屋航空機製作所の建物がほとんど倒壊し、この工場に動員させられていた労働者と学徒ら51人に加え、朝鮮半島から強制連行された、朝鮮女子勤労挺身隊の幼い少女6人が犠牲になったと。もともと紡績工場だった建物は飛行機を作るために柱が取り払われ、地震に弱くなってしまっていたと。だから紡績場を無理やり工場に改造したので、防震対策が全くなってなかったみたいですね。はい。で、アメリカ軍の空襲にもさらされて、そこでも、朝鮮系の人が亡くなってしまったということです。1988年に旧道徳工場の跡地に建立された、東南海地震犠牲者追悼記念碑は2012年に隣接する、病院に移設され、管理団体が悲しみを繰り返さぬよう追悼の集いを毎年開催されているということです。だからね、なんかその高市さんをやっぱ支持してるような人たちは、こういう歴史の真実を知ってほしいですよね。私もろくに知らなかったから、あれなんですけど、偉そうに言う資格ないんですけど、戦前の日本がね、何をやってたかっていうことですよね。だから朝鮮の人たちを強制労働してこういうことをこういう嘘ばっか吹き込んでこういうことやってたわけですよ。で、ね、結局日本のね、地震対策の不備で死んじゃっているじゃないですか。で、どう責任取んのっていう話ですよね。で、未だに責任取れてないですよね。道義的責任を全く取れていないという歴史があって、
て今に至っているのにもかかわらず、それを忘れたかのように、特にね韓国や中国の人たちに対して振る舞うっていうのは、私はねありえないと思いますし、歴史の真実っていうものに目を向けているんだったら、そのような考え方ができるはずもないんじゃないかと思います。はい。だからですね、必ず戦争になると、戦争ってこういう嘘偽りから始まるじゃないですか。ね、こういう嘘がばらまかれて、プロパガンダがばらまかれてですね、戦争に動員しようとする動きが、出てくるんですけれども、こうした歴史の、真実に目を向けて、絶対にそういう動きに流されないようにと、っていう考え方を広めていく必要があるのかなと思います。はい。謝罪されたから仕返しに強制送還に持ち込んでやるとか、魂が腐っていますね。いや、本当にね、だから石井隆明のやってるようなこと、こういう意味では本当に邪悪ですよね。だから日本が歴史的に戦前にやってきたことを、またね、同じような形で繰り返そうとしてる人間なわけですよ。だからこういうファシスト的なマインドの人たちを否定しなきゃいけないですよね。はい。沖縄タイムズの阿部武記者がたびたび石井隆明の謝罪文をツイッターに載せていますが、それでも石井隆明は全く懲りていないですね。はい。そう、こういう人たちの子孫に向かってね、だからその国に帰れみたいなことを言うのがなぜヘイトスピーチなのかっていうことも、こういう歴史を見ればわかりますよね。はい。私も不勉強で知りませんでした。日本はありとあらゆる土地に植民地時代の血と涙が染み込んでいますからね。そう、幾重にも重なる人災だったんですよね。この地震、そう、隠された地震ということでも有名っていうことなんですね。はい。だから、軍事的な理由で、当時ですね、軍需工場の被害状況などの情報が漏れることを恐れたと。で、戦意がですね、なくなることも恐れて、翌8日がですね、真珠湾攻撃3周年だったということもあり、いずれも昭和天皇の肖像が掲げられたということで、なんか大日本帝国のプロパガンダの実態が本当に見えますよね。はい。で、こうやって隠された中で、人々が犠牲になっていったっていうことですよね。これでアジアの解放なんて言ってるんだから、本当ね、舐めてますよね。何が解放やねんっていうですね。だからね、もちろん台湾の人たちもね、たくさん犠牲になったという話も今、出てますけれども、はい。で、当然ながらですね、植民地にした人たちに対してね、多大な、これだけの犠牲を強いて、で、その末に、今の日本に至っているわけですからね。だからその歴史を忘れるというのはありえないと思いますよね。金スボさんによれば、長生炭鉱のような場所が2000箇所はあるそうですと。なるほどな。でもほとんどが知られてないですよね。私もだから知らないけれども。はい。だからほとんどが知られてないし、そういったね、歴史に埋もれてしまった真実みたいなのが、知られていないままでですね、また嘘がばらまかれてるっていうのは本当に恐ろしい話だなと思いますし、戦争は最悪の選択肢だということをですね、もう一度歴史の真実を見つめ直して、広めていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、そうやってね、先ほどね、クラウドワークスの話でもちょっと言いましたけど、やっぱり陰謀論とかね、感情を煽るようなやり方では作法は絶対勝てないですよ。だから真実に奉仕すべきだと思います。で、間違いなく真実の方が強いですからね。嘘の情報って、その当時はね、バーって広まるかもしれないですけれども、結局は否定されるじゃないですか。最終的にはね、否定されるものなので、日本のようにね、国ごと否定されてしまった例もありますけれども、そういったカタストロフに至る前に、細かいデマとかですね、誹謗中傷ですとか、ヘイトスピーチみたいなのを、一つ一つですね、そうではない声で、批判していって、手遅れになる前に手を打っていくっていうことが大事なのかなと思います。はい。ということでですね、本日は、高市政権で拡散するデマのファクトチェックということで、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ということでですね、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとね、今日短くまとまっちゃったかもしれないですけれども、いかがでしたでしょうか。私もね、なかなか多忙だったりねしてね、
なんだろう、新しい企画とかね、なかなかできなかったりするんですけど、でも言うべきことはね、ちゃんと言っていきたいなというふうに思っていますので、まあ、高市政権の支持率がね、70% であろうと、80% であろうと、まあ、私は反対していきたいと思いますんで、今後もよろしくお願いいたします。はい。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでですね。はい、ありがとうございます。で、次の配信なんですけれども、金曜日にですね、ちょっと VTuber 関連で言わなくてはならないことが、これもちょっと間に合うのか怪しいんですけれども、頑張れってやろうと言いたいことがあるので言おうと思っております。はい。あと土曜日にですね、風花さんと、またコラボ配信でですね、グルーミングについて、お話しする配信を、すいませんでした。マイクが消しちゃった。ちょっとゲーム配信をきっかけにね、グルーミングについてお話しする配信をしようということで、お話になりましたので、その配信をさせていただこうと思いますので、よかったらチャンネル登録してですね、また遊びに来ていただければと思います。はい、ということで、本日もありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。